マイクラの日はだいたい早いな。そうやな。込みがあるからな。込みがあるからマイクラの日は早い。今日は集団リンチされないことを願う。おい、レルムズ入れねえのか。たまにあるレルムズ入れなくなるバグ。夢出てるこれ。夢出てる。で、夢出てる。ガス欠で抜け殻のココアさん、食料を保存したい。労働には食料が必要だ。ガス欠で抜け殻のココアさん、読み上げてるやん。労働には食料が必要だ。とりあえず肉焼き。労働には肉焼きを。安心安全な食を。その集団栽培もしないとやばいかもしれない。食料の確保が。食料供給がまともに滞ってるから。
ガス欠で抜け殻のココアさん、さっさと城作らないとしばかれるで。強制労働。肉を取りに行くしかねえな。戦争に負けるということはこういうことです。俺今抑留兵みたいな状況になってんだもん。ガス欠で抜け殻のココアさん、人権剥奪強制労働強制収容。マシュマロさん、チェス。マシュマロさんもいらっしゃい。来てくれてるしよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、マロヤポ。全然関係ない話もしていいからね。YouTube の利用規約に違反する関係ない話したらそれはダメだけど。安心してね。ワンピースの話は俺も気になってるから。マシュマロさん、ココアさんヤッホ。ワンピースの最新話の話をしなければ大丈夫だと思う。最新話の話をしたらそれは怒られると思うけど。漫画の方で早い最新話の話をしたら怒られるかもしれない。俺アニメを追ってるからな。ガス欠で抜け殻のココアさん、マロがワンピの話するのが日常。たまには鬼滅の刃の話も聞きたいかな。鬼滅の刃も好きなんだろう。昔はよくポケモンの話してたから、また鬼滅の刃やポケモンの話も聞きたいかなとは思うけど。最近鬼滅の刃とポケモンはブームじゃないの、マロの中で。鬼滅も、なんだっけ、柱の稽古編終わってそのままだもんな。また新しいのやる。ガス欠で抜け殻のココアさん、ネタバレなんか YouTube に転がってるねんからそれ承知で見ろって話。いっぱいあるよね、ネタバレね。なんかレモンティーさん、こんにちは。レモンティーさんいらっしゃい。ラッキールーが、シャンクスのラッキールーが裏切るだとかさ、いろいろと出てくる。ガス欠で抜け殻のココアさん、来年映画やるやろ鬼滅。レモンティーさんもありがとう来てくれてるし。映画楽しみだ。鬼滅も長いよね。ガス欠で抜け殻のココアさん、ルーの裏切りはただの考察。エブア12さん、どうも。もうエヴァ12さんありがとう来てくれてるし、久しぶり。マシュマロさん、コンビニ店員して課金のカード購入すると店員は内心いい大人なんにどこぞの石に課金するか知らんが課金のなんとかすれなどを持っているらしい。ユノさん、参加できる？ユノさん、参加できるかだって。ココアちゃん聞いてみて。確かにな。だからクレジットカード作りたいんだよね。そう思われたくないから。で
でもクレジットカード作ると際限なく使えそうだからあんまり使いたくないんだよね。ある分のお金だけで払えるのがちょうどいいから。年収的にも作れるとは思うけどゆのさん、参加したい。ユノさんが参加したいってココアさん。参加型ではガスないんだけど。欠で抜け殻のココアさん、課金は唯一の生きがい。身になる課金だったらいいんだけどね。例えば有料マスターデュエルとかデュエプレとかで強いカード手に入れて、試合に勝ちたいとかさ、デュエルに勝ちたいとか言うんだったら身になる課金だ。でもただキャラをたくさん集めたいとかだったら身になる課金ではないかなと思うけど。逆に言うマスターデュエルやゆのさん、わかった。ココアちゃん聞いてみてね。ちょっと参加型じゃないんだよね。まあ、長くいてくれたらいつか招待されると思うから安心して。ココアちゃんの気まぐれで入れる人決めてるからね。宇野さんも入ってもらいたいところはあるんだけどね。宇野さんは、ね、比較的毎日、毎週来てくれてるから、嵐でもなさそうだし、問題なさそうだし。ドキンさんは絶対入れてないけどね。ゆのさん、宇野さんは大丈夫だよ。多分ココアちゃんの気が向いたら入れてもらえると思う。まあ、基本ここのサーバーのルールは、氷川に近しい人しか入れてないという状況なんで。昔ね、書店さん参加型もやってたんだよ。でもあまりにもそれやってた結果ね、サーバーが荒らされちゃったりだとかね、ひどい目にあったりとかしたんだよね。建物破壊するわ、ガガラスをス欠で割るわ。抜け殻のココアさん、何勝手なこと言うてんねんこいつ。何勝手ゆのさんなこと言ってん、こないだ嵐来たのマシュマロさん、だいぶ来てたね学校でコンビニバイトしとる人のある女性店員が言っていたらしいバックヤードで。バックヤードで。まあ、店員さんもな、一応人間だからそれは思うこともあるでしょ。まあ、とりあえず、近しい人しか入れてないっていう状況なところなんで。俺がサバ主ではないからね。あ、お前焼き鳥にしたら。美味しい焼き鳥ができました。焼かなきゃダメなんじゃん。マジ夜じゃん。帰らなきゃ。ゆのさん、ココアちゃんがサバッシュそうだよ。アルさんが昔サバ主だったけど。アルさんは今、マイクラやめちゃったからね。マイクラどころじゃなくなったんだと思う。スマブラが忙しくなったから。スマブラ上手くなったもんな、そのおかげでな、アルさんは。ゆのさん、美味しい焼き鳥さん。美味しい焼き鳥さん。もう鶏見たら焼き鳥しか思い浮かばなくなってくるんだよ。相当焼き鳥にマシュマロさん、おっ鶏さん課金カード買っていったがいいねんして課金に費やすとかどういう思考しとるんって課金言っていたらしい。課金カードって何の課金？任天堂プリペイドカードみたいなやつ。V プリカとかいろいろあるじゃん。プレイステーションカードとかさ。課金にもよるよね。任天堂プリペイドマシュカードとかマロさん、iTunes。iTunes か。iTunes だったら本気でスマホにモバイルゲームの課金だね。じゃあ、それは本当に、でも本当に、あれかは、ゆのさん、この後予定あるのでこれそうだったらもう一回来ますね。思ってはしてますね。ガス欠で抜け殻のココアさん、仕事の手続き行ってくる仕か。事についてらっしゃガい。ス欠で抜け殻のココアさん、車の中暑いわ。暑いか。でも逆にさ、必ずしもゲームの課金とも限らないんじゃないの？ iTunes でさ、音楽買ったりとかできるやん。だから逆におじさん、音楽買った可能性とかあるかもしれないじゃん。ね。ってところはあるんだよね。音楽買ってた可能性とかなくないか？あれってさ、音楽を買うこともできるしさ、例えばさ、いろいろ支払い、必ずしもゲームの課金ばっかりではないんだよね。iTunes カード。でも大多数が課金だよな。
もうお金がある人たちが課金する分にはいいけど、お金がない人たちがね、自分の生活の限度を超えてスパチャとか課金するのはどうかなとは思うけどね。配信者がこういうこと言うのもあれだけど、スパチャとか課金とかは、自分のお金の範囲でできる範囲内でやるべきだとは私は思うよ。逆にそれ以上なことをやっちゃうとね、生活が回らなくなっちゃうからね。あれも一種のギャンブル的な、精神疾患の一部だとは私は思ってるけどね。まあ実際そうなんだよね。ちゃんと科学的根拠があるからね。課金とか、なんていうんだ、スパチャを大量に投げちゃう人の心理。マシュマロさん、借金してまで課金するやつはどうしようもないやつやよな。それはもう治療の必要があるって言ってたもん。だって俺の言ってる精神科の病院の先生が言ってたよ。本当に課金で外来来る人多いんすよって言ってて。ゲームの課金についてどう思いますかってって先生に聞いたんだよ。マジで課金やめられなくなって精神疾患になってる人いますよって言ってるから、一種の病気なんでしょ、多分。だって、病院の先生が言うんだからもう間違いないでしょ。これ確定でしょ。課金っていうのはもう精神疾患の一部だって。依存症の一つなんだろうな、多分な。適度にやる分にはいいんだよ。ギャンブルだって、パチンコだって、スロットだって。それ以上にやるからダメなんだよ。俺は別にそれ以上の求める、自分の生活以上のものを求めるからダメなんだ。それ欲しいものとかあるからじゃないの。でも教育はなってないんだよ、言ってちゃうよ。欲しがりませんかつまでぐらいで。余計なことして。何でも買い与えるからダメなんだ。いい加減な親と逆に子供を縛り付けてる親の二択なんだよね。子供のこと無関心で子供が何やってもいいですよっていう親とさ、子供が心配しすぎちゃって干渉しまくってさ、大丈夫大丈夫大丈夫ってやる親とさ、いるよね。うん。で逆にその2パターンでさ、子供のことを無関心っていうのはそれはそれで問題だけど、逆に縛りすぎるのは縛りすぎるのでかわいそうっちゃかわいそうだよね。子供のためを言ってるのがそれが虐待につながる可能性とかもあるからね。縛りとか拘束とかね、よく言うけどね。逆にそれが生育環境の影響に与えてくるって話は聞いたことがあるじゃん。まあ、逆に子供の育て方に関しては、叱るも大切だけど褒めるのも、その見極めが大切なんだよね。マシュマロさん、これは叱りで話変わるが今日ポケポケしてキモい海流デッキできたわ。キモい海流デッキできたマシュマロさん、ベロリンガを構成したデッキ。ベロリンガいいな。ベロリンガってベロ出してるやつでしょ。いいな。じゃあ、俺さ、ポケポケでさ、たけし2つ出たよ。たけし2匹。岩タイプのジムリーダー、たけし2匹当たったよ。たけしをうまく使ったデッキないから。たけしを使ったデッキ。たけし3枚も手に入れちゃったからさ、たけしを有効活用したデッキ。たけし、高速移動だ。マシュマロさん、ベロリンガ化け物だよ。ベロリンガ化け物。そんな強いな、ベロリンガ。たけし3枚持ちだからさ、たけしを有効活用したデッキをマロに作ってもらいたいんで。調べてもあんまり出てこないんだよ。たけし2枚持ち。マシュマロさん、コイン6回表引いたら X とかワンパンだよ。コイントスすんのか。なんかそういうなんかその賭けみたいな感じのコイントスか。ポケモンカードにもコイントスがあるんだね。知らんかった。遊戯王にもあるけどね。
ベロリンガ強そうだな。ベロリンガってあれでしょ、マシュマロさん、ピカチュウだろうとリザードンだろうとミュウツーだろうとワンパンできてしまうで。ピカチュウもミュウツーも、カイルも、カイルベロリンガやばいな。まあ、ベロリンガだけにベロ強いんだろうな。マシュマロさん、あとガルーラも強いな。ガルーラも強いんだね。木材集めに集中しちゃったらやばいな。ベロリンガがそんな、ガルーラとベロリンガが強いって。俺ポケポケカード集めてるだけでまだデッキ作ってないんだよ。来週までにはポケポケのデッキを作らなきゃいけないんだよ。マシュマロさん、ピヨピヨパンチでコインとして表2回出た場合プラス30ダメージ。でも表に2回出なかったらそれはそれでまずいんじゃないの？だってそれは一種の、賭けだから、表に2回が必ず出ると思えなくて。でも表に2回出たらめちゃくちゃ強くなるでしょ。やばいな。表に2回を出す方法があればな。マシュマロさん、表2回出ないとやばいね。表に2回出ないとやばいでしょ。なんかそれやばいと思ったもん。マシュマロさん、まあベロリンガでコイントスして外れても裏で海流を構成してベロリンガがやられても良いように準備をする。おお、ベロリンガをやられてもいいようにする点なんだね。まあ、帰れなくなりそうだった。やばかった。マシュマロさん、して海流出したらベンチのポケモンもダメージ入る。ベンチのポケモンも入るんだね。ヌオちゃんの猫ミンさん、月くんやっほー。猫ミンちゃんいらっしゃい。来てくれてるしよ。これさ、桜さんが多分足場作ってくれたと思うけど、もうちょっといい足場を作るしかないな。桜さんの足場を改築しよう。さすがに丘陵地帯に道がないのはやばすぎる。
マシュマロさん、ベロリンガとマタドガスと海流構成したデッキ。ベロリンガとマタドガスを構成したデッキなんだ。ヌオーちゃんのネコミンさん、マロッチヤッホー。マシュマロさん、ネコッチヤッホ。だってセブンイレブン客を舐めまくったんだもん、言ってしまえば。マシュマロさん、マタドガスは毒状態にして10ダメ与えて榊使って40ダメージ与えてプラス10ダメージだから50ダメージ与えれるという強こみ。んなダメージ与えられるんだね。客を舐めまくったセブンイレブン。だって、ね、容量少なくして値段上げたりだとかさ、姑息なこといっぱいやったんだよ。あとで、デジタルデジ採用したことによって年寄りの客場が離れまくったし。うん。榊強くしてるんだね。まあ、ポケモンカードの話。うん、でも、なんかセブンイレブン客舐めまくった理由はそれだと思う。マシュマロさん、榊使わなくても40ダメージ与えれるし。榊使わなくても。ヌオーちゃんのネコミンさん、マロッチー、今ポケポケのフレコ一応出そうか？うん。マシュマロさん、よ。そうだね。もう普通にマダムだけどな。ここまで30になったらね、マダムだと私は思ってるけど。ヌオーちゃんのネコミンさん、わかった。今起動するからお待ちを。それはタマキもびっくりで、タマキも喜んじゃうでしょ。タマキ国会議員だって間違えてないんだよ。誰に慌て自分の支持者か。あかん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 。空手大会殴っちゃったのな。いやぶん殴っちゃ、打ち入れちゃったんで。ヌオちゃんのネコミンさん、5382兆、6449億、9423万、8804。ヌオちゃんのネコミンさん、マロッチ、これでフレコ送っていいよ。
審判が、ね、やばいや、審判がダメなんだよ。うん。全部教えてくれたんでしょ寺のお嬢さんが。うん。向こうの返事は。ヌオーちゃんの猫ミンさん。てかさっきカード引いてたら EV のレア出たにゃん。ええー。ばあちゃんもっと早く行くべきだったね。ええー。自衛隊はなんで除隊したの？なんで？やっぱりか。手伝ってだったんでしょ？それって誘拐じゃないの？お父さんだからいいのか？それで亡くなっちゃったんでしょ？ヌオーちゃんの猫ミンさん。にゃ。それは、ああ、いや、ばあちゃんが俺の家族の話をしてるらしくてね。うん、うん、うん。それで亡くなっちゃってたんでしょ？うん。ヌオーちゃんの猫ミンさん。月くん、明日の配信は？明日はね、あの、スプラトゥーン3やるよ。うん、ヌオーちゃんの猫ミンさん。にゃ。了解だにゃ。うん。自分のアイデンティティを知らないで終わるのは、それは悲しいことだからね。
まあ、生き別れちゃったってことだよね、俗に言うと。で、俺の遠い親戚になるってことでしょ。俺の遠い親戚になるってことでしょ。うん。ああ、そうか。そうだね、そうなるね。燃料がバカ高くなってる。素材がバカ高い、バカ高い。焼き豚焼き豚だよ。いろりみおちゃん作るか。の猫ミンさん、ごめん、今疲れてるからまた来るね。また待ってるね。マシュマロさん、猫っち触れしたよ。焼肉中。焼肉。アヒルの焼肉。昼の焼肉美味しいらしい。
建築資材が足らないから、どんどんマイニングしていくぞ。マシュマロさん、男が女に言ってはいけないこと、女が瓶が開かないから開けて言うて男が食うなっていうことだろ。黙ってそこら辺の雑草でも食ってろという。なんてひどいやつなんだろうな。そこら辺の、絶対それ夫婦だったら一発離婚だろうな。彼氏でも一発お別れだろうな。どんどん持っていくぞ。マジで掘っていくぞ。掘りまくる。掘り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 。あずにゃんさん、こんあずにゃんさにちは。ん、こんにちは。来てくれてるし、天気ベリーありがとう。ひたすら掘ってます。マジで掘ってる。掘りまくってる。あずにゃんさんもありがとう。掘り掘りタイム。ブランチマシュマロさん、それか男でも力ないから男がお母さんに電話して親に来てもらって開けてもらうとか。どんだけ怪力なお母さんお父さんなのかな。やばいな。もうその男の人大丈夫か、力ないのか。まあ、力なくてもええだろう。力はつくだろ、その。力がないかもしれないしな。気合が入らないかもしれない。どんどんやっていくよ。
木をね、どんどんやられた。木がいっぱいあるからな。伐採しまくってる。アディヤマになってきちゃうから、通しとかないとな。そこやばいよな。あずにゃんさん、新しいワールド？新しいワールドじゃないよ。この前のワールドだよ。いつものレルムズサーバーだよ。場所が違うだけだよ。アズニャンさんのいる。アズニャンさんのいたところで。あそこの丘陵地帯から違うところで。すぐ近場だけど、大河の森が広がってるね。マシュマロさん、江戸時代に作成されたワールド？江戸時代に作成された。あずにゃんさん、すごいなるほど。すごいな。マイクラがそんな時代にあったとは。きっとひらがな現代の大パーツかもしんないな。ひらが現代のところに俺がタイムスリップして、PS5 見せて、これは何のからくりだっつって、何のからくりじゃって言ったら、これは俺が現代から持ってきたゲーム機、それは何ぞやっつって言って、で、中を調べさせてもらうぞって、なんだこれはって光ってるじゃないかっつってパーツさせて試作機ができて、本当に作っちゃったかもしれないよね。持ってっちゃったらね。あの人だったら絶対作りそうな感じがするもん、持ってったら。ダヴィンチのところにタイムスリップして持ってったら、いや、なんだこの仕掛けはとか言って作りそうだもんな、本気。さっき作りそうだもんな。リバースエンジニアリングマジでしそう。朝は肉焼きから始まる。焼肉が始まりの朝は焼肉からスタート。マシュマロさん、ポケポケって課金したら一生課金するゲームやで。まあそうだと思うよ。課金したら課金するゲームだと思う。課金したら課金がやめられなくなるゲーム。いっそのこと年金制度配信して縮減すればいいんじゃないの？だってマシュマロさん、だからワイは無課金の方が良いで。無課金の方がいい。無課金の方が断然いいよな。いやもう先に1000万渡せばいいんだよ。なあ。先に1000万渡して、あとは老後使ってねってやればいいんだよ。マシュマロさん、全部無料にすればよいのに。70歳になったらポンと1000万やりゃいいんだよ。まあ前払いでも。もうありがとう。コメント。ポケポケしたら、やめられなくなるんだね。でも、1日1パック無料で引けるからさ、別に課金しなくても長い目で見て、ね、ポケポケやってればいろんなカード集まりそうだよね。長い目で見てゆったりやれば。すぐにカードが欲しいって人たちは、あれかもしんない。長い目で見たらいい。マシュマロさん、課金するゲームに必ず1000番送ってくれてもよくね？でもモーターの、バッテリーの問題だと思う。バッテリーがやられると速くなる。
酒屋行くのか。行かなくてもいいと思う。駅漏れしてる時代だったらやばいかもしれない。それだったら大丈夫。俺なんてヘリえげつないけどまだ持ってる。マシュマロさん、課金しますか？で、速度宅配便が1万送ってくれるとか。速度宅配便が1万円送ってくるのやばいな。1万円。でしょ。コメントありがとうね。あずにゃんさん、参加希望今日は家を作るぞ。お、家待ってるよ。あずやさんどうぞ。若空いてるから。経済成長はしないだろうね。今のまま言ったら。だって、労働力がうまく回ってないんだから。そう。あと、外国人に頼りまくった政策してるからダメなんだよ。日本人を育てる、こうやらなきゃ、あと農家を潰したりだとか、一次産業をダメにしたりしてるから、そう、亡国の末路だと思うよ。国内を舐めまくった結果、ツケが回ってきてるんだ。外の敵よりうちの敵の方が俺は怖いと思うよ。うちを自らの利益のために壊した人だ。おかしいじゃん、こんなに税金ばっかり取って、インフラが回らんがなくなったりだとかさ。無駄金大量に取られてるのは確かなんだよ。うん。でもそれなりにちゃんと社会インフラはまともだったよ。人がいっぱいいたから。だって、そもそも人がいなければ成り立たないんだ。国の運営っていうのは。だから氷河期世代を潰したツケが回ってきてるってこと。あそこで何らかの救済措置を作ってれば、何人か子供はいっぱいいただろう。あそこでもう日本は終わりを迎えたんだと。でも、ビッグダディみたいな家を大量に増やせばいいんだよ。ビッグダディみたいな家を大量に増やして、大量家族を作れ。石田さんちが一番お金もあるしな。無計画に子供を作ってないイメージはあるよね。ビッグダディの家はお金がないけど、なんであんなに、子供いっぱいいるのかっていう謎の理論に行くかな。うん。うん。で、今なんか浅草で、整体師やってんでしょ。ビッグダディ。ビッグダディそうだよ。浅草いるよ。会えるらしいよ、浅草行くと。たまに歩いてるらしいよ。で、ビッグダディ芸能人気取りしてるとかよく言われてるらしいよ。調子に乗ってるんじゃないかっつって。ダウンタウンのあれでやってたけどね。
んどん掘っていくぞ。掘り掘り。掘り掘りタイム。掘り掘り。再生回数なんていいんだよ。楽しくやってりゃそれでいいんだよ。それがね、できればね、本当の意味でね、成長できる YouTuber だと思う。楽しい話してりゃ自然と人なんか集まってくる。居やすい環境を作ればいいんで。それが本当の意味でのチャンネルを伸ばすことだと思います。今できることを精一杯やればいいんです。当たり前のことを当たり前にするのが当たり前じゃないけどね。急成長なんてしないからね。急成長するのは、それなりに力がある人たちだけでしょ。どんどん掘っていくぞ。思い切ってね、じゃんじゃん掘っていく。寝るぞ。焼肉するぞ、焼肉。マイクラの焼肉マイクラ式の焼肉。でも肉1個しかないから肉焼き名人だ。手当を手等と呼んだやつがいるかな。誰とは言わないけど。日本語を読めないのが国会議員になってる。それを選んだ国民もやばいと思うけど。名言だよ。それを、もう結果選んだ国民の責任というね、そんなものもね。来年そんなのわからないからな。手当を手等と読んじゃう人がいるかもしれない。手等とも読めなくはないけどな。必ずしも読み方は音読み、訓読みたくさんあるから、そう読む人もいるのは間違いないだろう。本人にはそう見えたのかもしれないから、あまりあながち言えないよな。そう読む人もいるんだぐらいにしとけばいいよ。うん。もっとすごいのは、もっとすごいご時代もこれ知ってるよ。某弁護士で、某国会議員の人が言うにはね、
集団的自衛権のことを集団的自衛権とか言ってね。ショッピングモールかとか突っ込まれてたけど。自衛権ってなんやんって。面白いよな、ほんまな。なんていうんだ、その、あの人の誤字ってさ、すんごい誤字するからね。誤爆ね。ヘリコプター見つけるだけでオスプレイとかいいですか？あずにゃんさん、骨ある？狼いる。骨いた？骨ないな。そう。あの誤字はすごいよね。あれで弁護士さんってんだからすごいね。まあ、漢字読める読めないは司法試験に関係ないからな。骨はね、ないかもしんないな。とりあえず夜になったら、スケルトンを、スケルトンを取りに行くか。ゾンビ出てきたな。スケルトンもちょっとね、取りに、スケルトンちょっと倒すから、夜になったら、夜襲に行こう。夜は寝ないで夜間作業やろう。スケルトン倒せばワンチャン手に入る。骨だろうがなんだろう。雲の目だろうが。俺はちょっと夜襲に行くから、ちょっと今日は夜は寝ない。マイクロの世界。夜襲に備えて、武器を揃えとくか。ダメだね。チンにあげるんじゃなくて、自分のチンをあげちゃったからな。あかん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 。それ以上下ネタになるからダメ。そう。っていうツイッターで書かれてたよ。自分のチンあげてどうすんねんって。自分のチンあげてどうすんねんって。国民のチンあげないで、自分のチンをあげるのは名言すぎるよね。書いた人ほんとすごいと思う。自分のものをあげてどうすんねん。奥さんがね、旦那をね、監督できなくてどうすんねん。人のうちのことだからとやかく言うことはないとは思うけど。いたと思うよ。それをハエナのように、漁ってる週刊誌は相当すごいよな。どこで見られてるかわからないから何も言えないよな。どこで聞かれてるかわかんないから。遊んだからにはちゃんと責任を持たなきゃダメだよ。それなりの責任が生じるってことをね、理解してないんだよ。だいぶ、丘がなくなっちゃうかもしれない。だってもうさ、帽子でマスクしてる時点でもう、身長が変わらないんだからバリバリやん。だってもうそういうのね、週刊誌ってホテルの中の従業員夢見る魔女さん、こんにちは、グミにちは高評価ポチ。ありがとう、夢見る魔女さん。来てくれてるしよ。忍び込ませるって話は聞いたことあるもんね。夢見る魔女さんも高評価ありがとう。夢見る魔女さんのブログ素敵だったね。俺見ちゃったよ。俺もブログやってんだよ。うん。あと、ブログやっててなんか、素敵な、街並みのところ写真撮ってたね。何を何を
まあ、また今度な。それって俺の起源に関わる話。俺のルーツに関わる話。いろいろと裏がありそうな話だから。そうだな。よくはなって。どんどん作るぞ。どんどん更地になってきたな。どうしてんだが。無事だといいんだよ。それより父ちゃんがどこへ行ってしまったんだ。生き方は知ってるからな。うん。夜になってきちゃった。よし、戦うぞ。もうそろそろ夜だ。バトルロワイヤル開始。てん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 。もう夜だ。ついに始まるぞ、夜に。ゲルトも来ないな。暗いから何も見えないでござる。
取れよ取れ。まあね。ハムキンタイム。それを詰めろ。村人を盾に進め。ゾンビ村人を盾にしてってね。合わせちゃいけないわ。1位9000タイム。リーパー近くに。体力が回復するまで体力を温存。なかなか半分のダメージで戦うのは辛すぎる。長期戦を見据えて残壕を掘っとこう。鶏肉も増やすと。よし、オッケー。リーパーが一番怖い。体力爆破リーパーが一番怖いな。リーパーの火薬サイトに入る。ゾンビ。マシュマロさん、お水が1店で100円だって店員が言ったら客が俺の買い物が1点だ？俺の買い物は100点だろ言うたら店員がお水が100点で1万円だと言われる。1万円なの？これやばいな。ヌオーちゃんの猫民さん、少し復活。猫みちゃん復活か。端まで追いやられたな。
来るまで待て。来るまで待て。平行線を続けるんだ。お水が1ム万円オちゃんは高いな。の猫民さん、戻ったにゃん。戻った、ありがとう。マシュマロさん、平行線だねこっちフレンドしたよ。ヌオちゃんの猫民さん、了解。半分ヌオちゃんのは持ってない。猫民さん、少し寝てた。マシュマロさん、少し農学校所属帰宅部元部長である氷川月。盲学校じゃないな。特別支援学校だな。盲学校は視覚障害やな。俺は目は丈夫だから、特別支援学校、養護学校やな、簡単に言うと。脳はあれだけど、いろいろな特殊能力を持ってる。撤退あべあ、シッアズヤンさん寝てくれたら助かる。野手を決行するしかないな。マシュマロさん、帰宅部元部長。ヌオちゃんの猫民さん、スケルトン厄介。ヌオちゃんの猫民さん、アイテム取りに行きな。残ってたよかった。よし、オッケー。ブツが回収できた。よかった。ブツ回収できてよかった。ブツとか言うなよ、マジで。ブツはさ、ブツが回収できてよかった。ブツブツまあ、夜の作業で出た収穫はでかかったな。レザーアーマー手に入れたな、でかかったな。マシュマロさん、をつけたら。バンドル作れたな。いや、好きすぎるとそれはそれでかわいそうになってくるじゃん。いやー、マシュマロさん、だな。お仏壇回収。お仏壇回収。お仏壇の果て側かナームーってあって、俺ちっちゃい時大好きだったよ。仏像とか大好きだったかな。
マシュマロさん、寺や墓でへしたらやばそうやな。寺で法要中にブッてやっちゃったことあったから、和尚さんがね、あのね、聞こえませんで、聞こえてましたけど、さすがに、さすがに、手は聞こえましたけど、さすがに、怒られはしなかったけど、お釈迦様もきっと、部屋見逃してくれるでしょって言ってたよ。ブーって出ちゃったよ。お経を唱えてる時にブーって出ちゃった。我慢しなかったからブーって、音で僕でポン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 って叩いてるブーって。やっちゃったんですね。ブーって。マシュマロさん、じいちゃんの葬儀の日？いや、違う。親戚のおじさんのお墓の法要だね。じいちゃんの葬儀は違うね。あれやな。まあ、俗に言うあれやな。ぬおちゃんの猫ミンさん、にゃー。ならないな。マシュマロさん、チャンネル登録者20人いったわ。おマロ20人いった。おめでとう。マシュマロさん、ねこっちが30人だと。どっちが30人？コミファンが多いからな。配信してないでここまでの。ぬおちゃんの猫ミンさん、次今40人目標中。猫ミンさんを知る人が増えたら登録するかもな。猫ミンさん登録してあげて。よかった。へい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 。上がってこいよ、上がってこいよ。ナイス。ゲットゲット。ナイス。ぬおちゃんの猫ミンさん、動画でしたいがどの動画出すか考えてるねん。動画出してくる？スマホゲームなんか簡単にできるよ。俺もやってるやつだけど。圧倒的なニコミンファンがいるから。ぬおちゃんの猫ミンさん、でも編集のアプリインストールしないとあかんな。編集しなくていいんだよ。俺なんか編集しないで再生回数30回、50回いってるからね。マシュマロさん、氷川の切り抜き。氷川の切り抜きが一番嬉しいな、個人的には。氷川の名シーンをいっぱい切り抜く。で、ネコミンチャンネルとコラボする。
マシュマロさん、氷川のガス出したシーンだけ切り抜き。ガス出したシーンだけ特定のファンがいっぱいいてそうやな。ぬおーちゃんの猫ミンさん、切り抜きか。どこつきくんの切り抜きすればわからない。いろいろあるからな。猫ちゃんが好きな動画あげればいい。あ、別のオウムだと、ぬおーちゃんの猫ミンさん、でもルール見てからがいいかな。あのオウムとは限らないから。拠点のオウムは絶対やっちゃダメだから。あれマロのペットらしいから。焼き鳥。謙信セタ修二郎最高最強さん、久しぶりですロジャーです。ロジャーさん久しぶり。懐かしいな。いつか来てくれるんじゃないかなと思ったよ。あずにゃんさん、僕のオウムが。あ、あずやんさんのオウムか。ロジャーさん久しぶり。元気だった。一つなぎの大飛行どこ隠したんすか？タンクスも探してるって、ルフィも探してるって聞いてるんですけど。ぬおーちゃんの猫ミンさん、あずさんこんにちは。あずにゃんさん、牛倒すときにオウムが。押し倒すときにオウムが死んじゃったんだな。まあ死んじまったものは仕方がない。また見つけなきゃダメだな。焼肉食わなきゃな。焼き焼き担当だな。焼き焼きと建物あずにゃんさん、猫ミンさん、こんにちは。焼き焼きと建物担当だな。うさぎ。山うさぎがいた。戻ろう。夜だ。ヨルダン。ヨルダンってやる。空手な空手で、相手にボコンってやっちゃったやつな。よくないよな。だって空手の型にそんな技ないよ。蹴りはあるけど、回し蹴りなんて、型は聞いたことがないな。だって頭の急所を狙っちゃいけないって俺、てっちゃん先生のとこ言ってたよ。で、絶対急所は狙うなって。空手やるのは基本だっつって言ってた。あと武道やってない人に対して行使するのはダメなんだってな。だからボクシング選手だとか空手選手とかがさ、一般人に対してさ、振るってことはご法度なんだって。だってそれなりにさ、格闘技やってる人がさ、一般人に振るっちゃったらね、亡くなっちゃう可能性だってあるかもしんない。5号なんてやつだったら。謙信セタ修二郎最高最強さん、元気だよヒロアカエキスパートに行きました。ヒロアカエキスパートに行ったんだね、おめでとう。まあ、決して戦うためだけど一応心を磨くものだからね。うん。謙信セタ修二郎最高最強さん、質問なんかしてほしいです。マシュマロさん、ニャビータツナ。ワンピース以外で、マシュマロさん、ニャオハタツナ。ジャンプアニメはヒロアカワンピース以外で、ニャオハタツナ、ニャローテタツナはさ、ワンピース以外の、ヒロアカ以外で好きなアニメは。
もう、なんでもいいよ。ジャンプ以外でも。剣心瀬田修二郎最高最強さん、ドラゴンボール。ドラゴンボールがやっぱりそうか。いいね、いいね。ヌオーちゃんの猫ミンさん、もしも EV が立ったら、EV が立ったら、EV も立っちゃあかんな。にゃろうって立つのやばいな。剣心瀬田修二郎最高最強さん、ルローニ剣心。ルローニケンシンも懐かしいな。だいぶ懐かしいね。俺、筋肉マンが好きで。北斗の剣と。あと、遊戯王が好きかな。いいよな。あずにゃんさん、狼って名付けた。狼って名付けたらいいね。です。骨あったか。マシュマロさん、ヒードラン立ったら、ヒードラン立ったら、ヒードランゴキブロスって言われているのは悲しすぎる。ヒードランも立ったらマシュマロさん、様子をトリトドン立ったら、トリトドンプテラが立ったら、立たないだろう、あそこらへんは。ギラティナが立ったら、浮いてるやろ。ギラティナ立ってるか。マシュマロさん、アルセウス立ったアらル、セウスはもともと立ってるような気がするともないけど。ヌオーちゃんの猫ミンさん、もしもニンフィアがメガ進化したら、ニンフィアがメガ進化面白そうだな。ニンフィアのメガ進化ってどんな感じなんだ。ニンフィアのメガ進化ってメガニンフィア。いいね、じゃんじゃんやっていくぞ。マシュマロさん、コイキングが進化しないでメガ進化したら、コイキング、メガコイキング、メガ進化コイキングか。ギャラドスはメガ進化あるけど、コイキングはメガ進化するのやばいな。それはそれでなんかやばそうだな。メガ進化コイキング。メガ進化って一時的に進化させるんでしょ。バトル中に。XY のやつだよね。ヌオーちゃんの猫ミンさん、キラフロルを花説。キラフロールお花だと思うよ、多分。この説は猫みちゃん間違いではないと。ドラパルト爆撃説。マシュマロさん、メガ進化。メガ進化いいね。ドラパルトももう、ドラパルト飛行機説。これマロが教えてくれたよね。アメリカ軍の B2 爆撃機っていうのがモデルなんで。ドラパルト。キラフロールはお花だと思う。ヤドンうどん説。これはあながち間違いだな。香川県代表ポケモンがヤドンになってるからうどんって間違いないと思う。ヤドンのうどんも発売されてるから。マシュマロさん、メガギャラドス。メガギャラドスかっこいいよな。メガ進化ギャラドス普通にかっこいいなと思ったもん。あの見た目、美しいよ。
マシュマロさん、メガルカリオ。メガルカリオなんてもあんだね。ヌオちゃんのネコミンさん、ギ何件目がャラドスドラゴン持ってそうなんだよな。ドラゴン持ってそうで持ってないんだよな。水飛行なんだよ。マシュマロさん、目だけ進化訳してメガ進化。目立ち進化で目が進化やばいな。そうだね。ヌオちゃんのネコミンさん、目だけ進化したらどんな感じ？考える。マシュマロさん、目が進化したらガンギマリ訳してガンギマ進化。ガンギマリってあったやん。AK47 のコピー品だろうな。カラシニコフのコピー品だろうな。だってまともな防弾チョッキがないっつってたよ。最前線に行く。アーマーもないし、ヘルメットもないし。普通に帽子で突っ込んでくって。でもあんまりあれなんだよな。第二次大戦中の日本軍の日本軍の韓国兵士は、あれだからな。帽子かぶったよな。AK12 っていうのは AK の派生だね。そう帽子を好んだっていうもんな。ヘルメットかぶりたくなかったらしいな。朝鮮人日本兵はな。あんまりヘルメット好まなかったね。有名な話だね。そうあんまりヘルメット好まないで帽子好んだんだよ。もともと帽子をかぶる国の人たちだから、戦いにもマシュマロさん、目だけかっこよいだけ。目だけかっこいいだけか。でもヘルメットかぶんないと撃たれちゃうから。目だけかっこいいだけか。マシュマロさん、目だけ予算費やした進化。目だけね、予算費やした。目だけ予算追加してもな。マシュマロさん、体は棒人間目だけ劇画風。体は棒人間で、体が棒人間で、目だけ漫画風か。見返りが相当あるんだろうな。人で出したら、何かしらの見返りきそうだもんな。
だけだもん。魔法少女版どんぶりさん、こんにちは。ワンドムリさん、こんにちは。来てくれて嬉しいよ。ありがとう。皆さんもありがとうね。おー、第一ができてんな。ぬおーちゃんの猫みんさん、ばんさんこんにちは。今、穴埋め作業。ありがとう。魔法少女版どんぶりさん、任天堂オンライン切れてるからマイクラできない。魔法少女版どんぶりさん、まあしょうがない。ナイス。うん。地をひたすら見まくる。火がひたすら必要だ。
昆布39さん、昆布さんもありがとう。昆布さんもありがとう。来てくれてるし。ぬおちゃんの猫ミンさん、昆布さんこんにちは。あずにゃんさん、もう一匹狼手名付けた。もう一匹昆布39さん、は今からブルアカガチャとかす。ブルアカガチャするんだね。ブルアカ最近やってないな。ガチャしかなきゃ。ないんだよ。マシュマロさん、無課金で 0.2% のミュウツー2枚入手した。0.2% のミュウツー2枚ゲットする。昆布39さん、神引き、ダヒヌ。マシュマロさん、あと今日ファイアー X 入手したからあとリザードン2枚だけでリザードンデッキできる。いいなぁ。めっちゃ神引きしてる。ぬおちゃんの猫ミンさん、落ちるにゃー。猫ミンちゃんお疲れ様。ってなった。勢いだよな。昆布39さん、月ワンピで怠慢しようや。ワンピでワンピはいいよ。うん。昆布39さん、通話するか？お、今、通話する？今は大丈夫だよ。今通話、アーヤさんが来たら通話しよう。今通話と難しいかな。また今度しよう。
アーニャさんが来た時にやろう。今日の夜とか。アーニャさんが来た時に。ごめんな。頭が回らんくなってきた。あずにゃんさん、狼の赤ちゃん生まれた。狼の赤ちゃん生まれた。ナイス。昆布39さん、好きそういや今日エンドラ討伐やぞ。エンドラ討伐、ついにエンドラ始まっちゃうのか。昆布39さん、月一人で行ってエンドラ。ええよ。一人でエンドラ行っていいよ。俺は死にそうだから。俺はひたすらおでんじを食ってた。昆布39さん、ワイはベッド爆破しに行くから。ベッド爆発しに行くんだね。やばいな。ついにベッド爆発しちゃうか。大丈夫なのベッド爆発して。昆布39さん、月来週チンチロするからな。色とはなんだ。これってなんだっけ。昆布39さん、ギャンブル。ギャンブル何それ。やばそうだ。面白そうだ。面白そうだ。
昆布39さん、マイクラで作っとくからチンチロ。マイクラで作るんだね、いいね。楽しみだわ。昆布39さん、エンドラなぜかベッドが弱点。エンドラってベッドが弱点なんだ。これは初めて知ったよ。昆布39さん、ベッド爆破で体力3割持っていく。そんな持ってかれる体力3割持ってかれたらまずいんじゃないの？昆布39さん、どこぞの YouTube ではベッド爆破が主流。どこぞの YouTube ね、ベッド爆破終了のところなんてあるんだね。これ初めて聞いたよ。ポケモンガチ勢およさん、おじさんいアーニらっしゃい。ャ期間。来てくれてるしいよ。そう。ポケモンガチ勢およさん、ガーン、猫ミンちゃん抜けてるか。コメンちゃん落ちちゃったよ。昆布39さん、アーニャさんヤッホ。ポケモンガチ勢およさん、月しガチャ引いたんか？まだ引いてない。まだ引いてなかった？忘れちゃった。寝ちまった、昨日。引かなかった。寝ちまって忘れちゃった。忘れちゃった。ポケモンガチ勢およさん、あれほどアーニャが引けと言うたのに。ごめん。忘れちゃった。昆布39さん、アーニャさんポケポケやってるらしいね。ポケモンガチ勢およさん、今日12匹かな、ポルシェをワンぞ。ポケモンガチ勢およさん、まだ入れたばかりだます。
ポケモンガチ勢およさん、アーニャ登録者31人増えないます。31人増えないか。あともう少しなんだけどな。アンジちゃんのチャンネル登録してあげて、誰か。俺一人減っちゃったよ。今日二人減った。わかんないけど。昆布39さん、月来週チンチロの会場は井の村やからな。昆布さんの村なんだね。楽しみだわ。ポケモンガチ勢およさん、昆布市あの村か。前行った村か。昆布39さん、アーニャさん何ポケモンガチ勢およさん、アーニャレーシングマスター、ゼニス行ったでー。ポケモンガチ勢およさん、10日でゼニス行ってやったますー。昆布39さん、おめでとう。ポケモンガチ勢およさん、にゃー。昆布39さん。ガス欠で抜け殻のココアさん、ココアさんもありがとう手続き長かったー。席長かったんだね。ポケモンガチ勢およさん、マスターデュエル新たなデッキを作りよるますが、昆布39さん、ココアさんお疲れー。ココアさんお疲れ様です。ポケモンガチ勢およさん、大変だます。ポケモンガチ勢およさん、あ、そうや、デュエマのやつなんやけガス欠で抜け殻のココアさん、1時間半かかるとは思わんかっ1時間た。半もかかったんだね。やばいね。デュエプレで、デュエルマスターズプレイス。
ポケモンガチ勢およさん、あーにゃ、勝負のネックスデッキ作りたいんやけど、ネックスは出んの？昆布39さん、デュエプレしかやったことねえ。白立つブルーチ、年内200人目標、3、デュエプレだね。白立つブルーチ、年内200人目標、3、デュエルマスターズプレイス。新しいデュエプレのデッキも作ろうかなって僕思ってんで。あー、だいぶ掘ったな。ポケモンガチ勢およさん、あーにゃは切り札勝負が好きやからさ、ネックスが出るなら、やろうかなみたいな。ポケモンガチ勢およさん、勝負のとこまでしか知らないんよな、わらわら。だいぶ前だね。始まった頃や。勝ったらその次でしょ。今なんか新しいの白立つやってる。ブルーチ、年内200人目標、3、ボルネク。始まった時のやつや。当初は遊ポケ戯王の2モンガチ番手だ勢およさん、ったけど、そう。めっちゃ昆布人気出てやん。 39さん、Y の闇デッキココアさんにボコされた。白立つブルーチ、年内200人目標、3、ボルネクならもう出てるよ。ポケモンガチ勢およさん、やったー。あれだよね。まあな。遊戯王もデュエワも基本的ルーツは同じだからな。マジック・オブ・ザ・ギャザリングから来てるからな。マジック・オブ・ザ・ギャザポケモンリングがなガチ勢ければおよさん、ちなみにアーニャは恐竜さんバースとネックスが好きやな。ログにしとこう。デュエプレと遊戯王マスターデュエル。ダイヤだけはもらっとかないとね。白立つブルーチ、年内200人目標、3、今は弟のマサル太編だからね。ポケモンガチ勢およさん、あれなんやけ？勝負がアダム？アテムやけ？そいつを倒したネックス。白立つブルーチ、年内200人目標、3、アダムやな。ガス欠で抜け殻のココアさん、プラチナで連ドラロマン砲しか使わんから一生語れへん。マスタわら。ーデュエルログ白立つブルーチ、年内200人目標、3、アテムは遊戯王。デュエプレだな、今度は。アテムは遊戯王だな。マシュマロさん、カービィと赤ピクミン1からだとピチューの3体で悟空と勝負。圧倒的に悟空が勝ちそうだけどな。でもピクミンなんかは、あれ、集まったら強そうだよな。カービィは悟空吸い込んで、普通に、悟空の能力吸収しそうだしな。だから悟空負ける可能性も出てくるかもしれない。破壊力では悟空の方が勝ったとしても、カービィの小声能力を舐めちゃあかんかもしれないな。昆布39さん、何散るとこやった。ピンクなんかトライホースなんか出てきたらマジやばいしな。メタメタにしそうな感じがするけどな。マリオなんかだったら、普通にキノコ食ったら強くなるし。ポケモンガチ勢およさん、デュエプレ入れたよ。俺も
了、ディープレログイン完了。二次産地とコラボやってんじゃん。また二次産地やってんだね。二次産地はディープレとよくコラボするね。まあ、二次白産地立つブル有料やってるイーチ、メージもある。年内200人目標。3、ただデュエプレのダウンロードは時間かかる。長いよね。昆布39さん、エンドラ復活。ついにエンドラ復活したか。マシュマロさん、ブルーさんこんちゃ。ブルーさん来てるよ。大丈夫か。配信落ちたか、もしかしてこれ。配線落ちたか。東京ドイツ村ってドイツ村ってあれだからな。千葉県だからな。東京じゃないんだよな。某夢の国みたい。東京名乗っても千葉やないかって。なぜ千葉を大切にしない？東京の植民地なんかじゃないんだぞ。俺はそう信じている。本当は手賀沼にあったかもしれないけど、手賀沼はなくなったんだよ。しかし、奈良ドリームランドっていう、某夢の国そっくりの、遊園地があったんだよね。本気が来るのにすごい、日本の著作権意識どうなってんだっつって、騒ぎ立てたって話は聞いたことがある。奈良ドリームランド本物が来たら潰れちゃったな。今は廃墟が残ってるだけやな。廃墟がそれまたいい味出してんだよな、そこな。きっと夢の国だっただろう、ドリームランド。昆布39さん、エンドラ倒す。丸 A 丸。ポケモンガチ勢およさん、ところでデュエプレランクあるの？昆布39さん、一流ある。ガス欠で抜け殻のココアさん、あるよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、俺プラチナで止まってる雑魚やけど、わら。そう。
昆布39さん、ここは3もうワンピハードに戻してもええやない？ガス欠で抜け殻のココアさん、帰ったら戻すは忘れてた。だいぶ拡張工事がいけるな。巻き潰した。家がどんどんできポケモンガチ勢およさん、ネックスでプラチナいけるやろうか。勝てるときは勝てるかな。ゲーマは遊戯王ほど難しくないかな。まだ台地を広くするぞ。これぐらいじゃ、まだ人口密度が多くなって。メキシコのとアメリカの国境で、メキシコは国境スレスレまで家作ってるのに、アメリカ、国境スレスレには何も家も建てなければ砂漠にしてるってあれ干渉地帯に来てんだよな。こっちももうスレスレに、あれだな、マシュマロさん、小豚。小豚いたな。確かに小豚いた。
干渉地帯も必要だからな。小豚いたか。とか小豚いるとはな。が焼けたらもう一回掘りに行くぞ。ひたすら掘りまくって、整地しまくるぞ。平らな土地を作るからな。今日の目標、平らな土地を作ること。木を持ってくるのが大変だよな。断崖絶壁ですから。母ちゃんがひたすら掃除してるな。いや、何も働かねえからな。いや、配信活動は仕事だから。仕事と思ってない仕事だと。でもゴミ捨ては必ず行くようにって言われる。それはもう決められてるからね、ゴミ捨て行かなきゃダメ。あと、鍵閉めとゴミ捨ては俺の仕事になってる。だから俺が鍵閉めなくて闇バイトが入ってきちゃったら、みんながやばいことになる。恐れてた事態が発生した。反対ばかりしかしてねえイメージしかないんだけどな。誤ってやってるイメージがないんだけどな。反対ばっかりして、無理な政策ばっかりしか掲げてるイメージしかないんだけどな。できないことばっかりみんな言うけどさ。できることをやることが一番大切なんじゃないですか。その面で考えたら、信じるは当たり前のことを当たり前にするってんだから間違いではないな。キルトン邪魔くせえな、ほんま。うん。当たり前のことは当たり前にするのが当たり前なんです。大好きだよ。この木造家屋は木でできてるんです。大好きだよ。入れなくなったな。
ベネチアってもともと湿地帯だった場所をさ、商人たちが町作っちゃったんだよな。家を建てて。だからあんな作りの町になってんだよ。だから、湿地帯だからさ、湿地帯と干潟の町だからさ、温暖化で沈んじゃう可能性が出てきてるからね。マルコ・ポーロの生まれ故郷で。そうだよ。彼が中国やモンゴルを目指したのは、彼がシルクロードからもたらされるものをいろいろ目にしたからなんだよ。アジアにすんごい興味持ったんで。黄金の国ジパング。そうさん、こんにちは。今日間に合いませんでした。間に合わなかったまた今度やろう。お父さんもありがとう。いつも編集ありがとね。昆布39さん、切れて切れてどうした俺がなんか悪いことしちゃったかな。昆布39さん、エンドラタヒネ。こんなエンドラにくいか。昆布39さん、エンドラベッドで全然削れんし。ベッドで全然削れない。ベッドで削れないと思う。昆布39さん、しかも装備絶対何かロストしたし。ロストすんのやだな。ネオアームサイクジェットロングサイクストロング砲。赤味噌さん、は生きてるのかわからん。生きてるよ。俺足が切れそうだったよ。今日。
絵師でもするかと思って。足がピリピリしたから、ね、今もう治ったけど。目が割れちゃったよ。ジョンちゃんは生きてるぞ。アーニャが泣くぞ。なんかあったかジョンちゃん。話聞こうか。アーニャに聞いてもらった方がいいもんな。ココアちゃんもな。ココアちゃん、アーニャさん、ジョンちゃん来たよ。ジョンちゃまが来たぞ。それか、昆布さんが聞いてみ。なんかあった？学校で嫌なことあった？思いっきり月にぶつけていいぞ。ひでよければ。昆布39さん、エンドラって雑魚じゃなかったん？雑魚じゃないよ。強いよ。赤味噌さん、地震体験で震度7やったんやぞ。ああ、それか、地震体昆布験か防災会行39さんったのか。、やばいやん。ああ、地震体験でな、俺もやったけど、まあ、地震体験だからっつって言って、ねえ、舐めてたらね、俺痛い目あったもん。あの後立てなくなったもん。そう。だから本物なんてもっとやばいのが来るから怖いよな。赤味噌さん、最初から7。最初から7なんだね。なんか地震を動かす装置がね、あるよね。池袋にあったな。消防博物館っていうのがあるんだけどさ。そこで地震体験とか火災体験とかやったけど、大変だったな。避難訓練を。赤味噌さん、タヒにかけた。いやー、ほんと辛いよな。池袋の行ったの？もしかしてジョンちゃん埼玉だから。池袋俺そこ行ったことあるよ。あるんだよ、消防博物館って。消防庁がやってるね。消防局の歴史だとかね、地震体験したりだとか、災害体験とかから知識をつける場所はあるんで。池袋駅から徒歩歩いて10分ぐらいかな。ちょっと離れたとこなんで、専門学校とかいっぱいある中にね。赤味噌さん、防災学習センター行った。防災学習センターの方か。赤味噌さん、やばかった。やばかったよな。ジョンちゃんのお気持ち察する。ひたすらどんどん怒りまくる。赤味噌さん、だってさ。ジョンちゃん地震は怖いだろ？どうした？だってなにごめんごめん。落ち着いていいかな？ゆっくりで大丈夫だからな。昆布39さん、シルクタッチとオノロスとした。シルクタッチと温度とロストは痛いな。俺は基本鉄赤味噌さん、はい、行きますよボタン押したらすぐただいま震度7ですと言われ40秒もやったんやぞ。あー、なるほどね。はい、行きますよって言った瞬間にボタンを押して、施設の人がボタンを押して、いきなりグラ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 って言ったら40秒もやったでしょ。それはジョンちゃん気持ち悪くなるわ。昆布39さん、は？ドラゴンの息もロスとした。ドラゴンで行きました。マジかやばいな。それジョンちゃん気持ち悪くなるわ。俺だって気持ち悪くなるわ。生きた心地しないわ。でも本物だったら、本当に来る地震っていうのはさ、まずさ、徐々に揺れ出してさ、でっかいのが来るからな。いきなりグラーっと来るのもあるけどね、中にはね。いきなり、ドーンと来るのは人工的なものしか出せないよな。
アズヤンさんの家を三角屋根にしたらちょうどみんな揃うんだじゃん、三角。あずにゃんさん、糸あるかな？釣り竿作りたい。とか、ちょっと調べる。ある、1個あるよ、私に。どうもー、入るよ。じゃないか。どうも、お届けに参りましたね。はい。1個しかなかったけど、ごめんね。またちょっと野州行くわ。準備がと思う。赤味噌さん、あーにゃ。アーニャさっきまでいたな。赤味噌さん、ココアちゃん。ココアちゃんさっきまでいたな。待って、また来ると思うよ。で、違いな、ほんと最近多いな。ガス欠で抜け殻のココアさん、車止めてるから待ってな、ジョンちゃん。事故しちゃうと大変だもんな、ジョンちゃんな。どんどん。赤味噌さん、免許センター？もう免許は取ったんだよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、普通に家に止めてた。家に止めてたんだってよ。赤味噌さん、ブンブン。ジョンちゃん車好きか？赤味噌さん、嫌い。嫌いか。もう横には伸ばせないな、これ。断崖絶壁だから。シーギリアロックみたいになってる。シーギリアロック。懐かしいな、シーギリアロック。
シギリアロック。スリランカにあるやつやろ。スリランカにあるシーギリアロッコですよ。世界遺産ですよ。古代の人たちが上に住んでたんだよな、シーギリアロックの。マジであれは好きだわ。庭園が残ってるんだよな。昔の人たちが作った。インダスの人たちやん。俺はずっと見てたからな。インダス文明の発達も、メソポタミアの文明の誕生も、エジプト文明の誕生も、黄河文明の誕生も、ローマ帝国ができるのも、サンペルチャ朝ができたのもな、見てきたかな。初代バビロニアも見てきたし。ガス欠で抜け殻のココアさん、西宮遠いわ。うん。イスラムがめちゃくちゃ世界の覇権を握リオさん、ったのを見たし。こんにちは。ありがとう。リオさんありがとう。来てくれてるし。三国志もこの赤味噌さん、リオくんやほ。リオさんもありがとう。来てくれてるし。また氷川ファンタジーが始まっちゃった。赤味噌さん、アイコン変わりよるね。リオさんもありがとう。リオさん、ジョンちゃんやほ。リオさん、変えた。だいぶ掘りまくって。掘りまくる。思い切って。ガス欠で抜け殻のココアさん、リオくんアイコン変えたんや。あとで見てみよう。やべえ。これは痛いわ。護岸工事をするのは大変リオさん、ココアさんこんにちは。ガス欠で抜け殻のココアさん、リオくんやほ。誰か住んでんな。一ノ瀬さん、皆さんこんにちありがは。とう。来てくれてるしよ。どんどん掘っていくぞ。ひたすら工事中。マシュマロさん、あと視聴いただきご参加いただきありがとうございます。次回の配信は月額90円払っていただいた人限定プランでお伝えしますみたいな配信者。それはメンバー限定配信かなメンバー限定配信でいいやん、それほんま。月額90円。90円っていうのは微妙に俺の風刺なんだよな、多分な。俺のメンバーシップ月額90円だから。スタンプがついてくるんだよ。またスタンプ作ろう。俺の絵をチャット GDP に読み込ませてスタンプだから。俺の絵を学習した AI による作成です。よしさんもありがとう。くれて嬉しいよ。
どんどん平らな土地がなくなっていく。夜は戻ろう。マックって野菜あるのかな？芋がある。ハッシュドポテト、芋がある。芋はあるね。ケンタッキーじゃねえの？野菜何もねえの。ケンタッキーは確かに野菜ねえかもしれない。昆布39さん、もうええやドラゴンの息は。ドラゴンの駅はええか。エンドラ悲しいよな、ほんとな。まさかそんな。初期ここに来た子、だいぶ発展してる。昆布39さん、月ワンピーケタイマンや。確か、いいよ。ちょっとお茶飲んでくるね。やべえな。昆布39さん、通話や。昆布39さん、腹筋痛え。待ってね。どうも聞こえる？聞こえるよ。ちょっと待って、移動できる？こっから。これかな。
マイク大丈夫か？あ、よし。これぐらいや。ちょっと今からルフィに殺してもらうわ。了解。よし。はい。戻ってこれたで。乗ってこれた？感じかな、音の具合は。次のとこに行くか待っといて。おう、了解。燃やしとこう。次、見っけたで。出た？で、マシュマロさん、皮燃やしたらワールド重くなるからやめー。了解。じゃあ、次戦おう。いいよ。でここでやろう。ここなら燃やさん。じゃあ次、タイミング僕がいいから。了解。3、2、1、ファイト。ロック。ええ。どこ？あー、体力はやばいね。超回復。あー、やばい、死んだ。あうん。次は、やっちゃった。マジしまった。とりあえずマニアに戻ろうかな。うん。一瞬。早いな。早くね、さすがに。早かったか？バニラでやまあいいやることあるし。やべえや、どうしよう。ガス欠で抜け殻のココアさん、ワンピとか全然言ってない。マシュマロさん、こいつ山火事起こしたぞ。うん。自然鎮火、自然鎮火。ガス欠で抜け殻のココアさん、どうせ言ってもガツやらんし。
今度段階絶壁になってしまった。昆布39さん、さすがに月弱い。弱かった。サボの、メラメラの目に変えたんだけど。エースからも取れるらしいかな、メラメラ。能力の使い方悪いで。能力の使い方悪かった。僕は逆に飛びながらとか。あ、飛びながらやるの。まあ僕の場合、ピンチになったら超回復で回復できるけど。そんな回復の技、マルコの技、能力だから。回復モード表で、だいたい5秒で全回復。5秒で全回復する。だから、彼女さんに2発受けても大丈夫や。それは強いな。でももっと別の実とか食ってみたらいいやん。うん。黒ひげの実でも食ってみようかな。闇闇。いや、闇闇も弱体化したで。弱体化したのか前強かったよな。オフハンドル持つやつがもう素手で持たんとあかんくなったわ。なんかやりづらくなった。だから闇グラしかもう使えへん。闇グラってなんだっけ。グラグラの実と闇闇の実混ざったやつ。白ひげと黒ひげのやつ。次、モコモコでも食ってみたら。もくもくはもうたくさん遊んだからええよ。またやるかもしんないけど。もくもく移動は便利なんだけどね。ちょっと強いのかな。初期の頃のロレンゾさんとかエインさんとかがいた頃のワンピサーバーでめちゃくちゃもくもくやったからな。あの時はもくもくしかできなかったな。それは、なかなかレアな手配書をゲットしたねんな。誰中将。中将のさ、手配書なかなかレアや。出ないんだね、そんな。ガス欠で抜け殻のココアさん、ワンピのアップで全然けえへん。なかなか作ってる人があんまりアップでないのかもね。某玉木みたいに僕もチンアゲしたいな。ガス欠で抜け殻のココアさん、疲れたんやろ。疲れたか。某玉木みたいに僕も可愛い女の子とチンアゲしたいな。名言。あと、相手にされないで終わりそう。昆布39さん、マーニカのデザインとかエッグヘッドとかやろね。ガス欠で抜け殻のココアさん、図に乗るなよ。図に調子に乗るなよ、ごめんごめん。あくまでも賃金を上げる賃上げですからね。変な誤解しないでくださいね。変な誤解しないでねっていうか。賃金を上げる賃上げですからね。これは。昆布39さん、ココアさん来週バニラでチンキロする？
ガス欠で抜け殻のココアさん、そんなんできんの、わら。ひたすら、ひたすら、ゴッドファイ、なんと。昆布39さん、一応ドロッパーで再現はいける。もう5時30分、4時30分か、早いな。あっという間に時間が経ってしまう。俺もあっという間に年を取って、気づけば23歳だった。23歳会社員、VTuber、またの名を氷川月。彼は死に際へ放ったことは世界中の人々を俺を怒りだった。ああ、俺のやらかしか。すべて俺が悪い。もうここに悔いはない。この世のすべてを氷川月チャンネルに置いてきた。探せ！迷惑にかけてた皆さん、本当にごめんなさい。でも僕のことを忘れないでください。僕は一生懸命悔いています。探せ！かっこいいな。いろいろやらかしてきました。あの方もあの方も、あの方もあの方もあの方も、いろんな人に迷惑かけました。そう考えたら残ったのマロだけだったな。マロとココアさんと、誰だ？アルペカルンさんだけだったな。よくよく考えたら。2022年組がもう残ったのは。21年組なんてほぼ全滅だもんな。21年組ほぼ全滅だね。違うチャンネルになっちゃったよ。切れてんのは気のせいかな。まあ、あたらこしいし。ある意味、俺はヤバいやつだったんだな。やっと気づいたよ。自分のヤバさに気づいたこと。ヤバいやつだったと。ヤバいやつだったね。ヤバいやつはヤバいなやつなりに頑張らなきゃあかんな。もう疲れたよ、氷川月。パトラッシュみたいに言う。だからパトラッシュやろ、わかんない。もう疲れたよ、パトラッシュみたいな。もうそのノリ。もう疲れたよ、パトラッシュ。キーさんは人を怒らせる天才とか言われてるから。覚えられないのが逆に怒らせちゃうのはあるのかもしれない。俺も込めて氷川好きなんだろう。で、一つのこと起こったらひたすらやる人だから。こんな感じで整地したりだとか。整地したりとか。ほぼ整地しかしてないけど。最近は土盛り職人になっちゃう。盛り土職人になっちゃう。盛り土職人になっちゃう。伝説の盛り土職人になっちゃう。盛り土職人。盛り土職人で。喋ると災いのもとだからあんまり喋らないんだ。でも収益化剥奪されそうだから剥奪されないように何かしら喋るという。でも喋った話題も収益化剥奪されそうというね。ダブルスタンダードね。ダブルパンチなんだよ。
喋らなくても再利用されたコンテンツで収益化が下されそうだし、ね、喋ったら喋ったらそれまたシビアな話題で収益化がされそうだし。じゃあなんならええねんって。なんならええねんって。なんならええねんって。永遠すぎるよ。どんどん掘っていくと。じゃあ喋らない方がいいかもしれない。とりあえず、ひたすら掘ることを目的とする。ホリホリ名人だからね。ホリホリ名人なんかイメージ悪いな。なんか怖いな。なんか、例え方がホリホリ名人。やましい意味じゃないからね。ただ土を掘ってるからね。穴掘り名人。そのなんかやだ、なんかやだ、なんか怖いな、なんかな、それな。例え方が怖いな、なんかな。採掘王。採掘王にね、海賊王みたいな。採掘王。採掘してないんだよ。サイド王いい。サイド王いい。なんかサイド王。サイド王。サイヤ人みたいな。サイド王。サイつながりだから。ひたすら掘ってく。マジいっぱい掘ってく。目に。平たい土地がどうしても必要。平たい土地を作るため。俺らの目標は平たい土地を作るため。そして平たい土地を広めるのだ。平たい土地。なんだこれは。どんどん平たい土地を掘っていく。森土王に俺はなる。
ぬおちゃんの猫民さん、おうちゃんのにゃ猫みさんいらっしゃい。来てくれてるしいよ。ぬおちゃんの猫民さん、眠。なんか、なるよな。リオさん、猫民ちゃんやほ。ぬおちゃんの猫民さん、リオッチやほー。ぬおちゃんの猫民さん、今日疲れで頭回らんな。誰で頭回んないよ、猫みちゃん。クルトンさん、参加型しない？フルトンさん、参加型はやってないんですよ。ここのサーバーね、荒らされてしまってね、もう新規にね、参加型を受け付けてないんですよ。クルトンさん、ごめんなさいね。雑談実況配信となってます。基本、親しい人しか入れてないんですよね、このサーバーね。ごめんなさい、クルトンさん。参加型やってたんですけど、嵐が来てしまった以降、参加型やらなくなりました。ぬおちゃんの猫民さん、クルトンさんこんばんは。クルトンさんもこんばんは。来てくれて嬉しいです。
ヌオーちゃんの猫ミンさん、レーシングしてくるにゃん。レーシングしてらっしゃい。長い道をどんどん使う。どんどんこっち。
どんどん掘っていくぞ。日の入りが始まってしまった。あずにゃんさん、見たらいに行ってた。トイレ行ってたんだね。なるほど。あずにゃんさんお帰り。
一人でやってても楽しいってところかな。その人はな。P さんは参マシュマロさん、マイクラつ追加してほしい機能さ斜めに建築できたり坂作れるようにしてほしいよな。斜めに建築か。斜めに建築。あとはなんだろうな。あとはトロッコの連結機能が欲しいかな。トロッコの連結機能と、トロッコの見た目を機関車風に変えられるモーションが欲しいかな。モッドとかアドオンとかで。あと、斜めに建築できる機能欲しいわ。確かに坂にしたらいけるよね。あと、なんて言うんだ。レール幅がでかいレールも追加してほしいかな。本当の電車みたいなのとか追加してほしいかな。あと、車とかね。銃とかね。そのうち追加されるだろう。トロッコの連結機。斜めにする機能も追加してほしい。いや、斜めあったら便利よね。建築の幅が広がるだろう。混沌を超えし我らが神聖なる調律主をたたえよさん、こんばんは。混沌を超えし我らが神聖なる調律主をたたえよさん、今何してんあ。今採掘してるよ。今採掘してね、土をいっぱい集めてね、盛り土してる。盛り土してるかな。いっぱい土を集めて盛り土してるかな。いっぱい欲しくて。木をいっぱい集めて、木だらけにして。混沌を超えし我らが神聖なる調律主をたたえよさん、アスムア。アスムアとなんだ。混沌を超えし我らが神聖なる調律主をたたえよさん、掘ってる音。掘ってる音がアスムアっぽいよな。ひたすら掘っていくぞ。どんどん。夜になる前に帰らなきゃ。
肉は焼けるのを待ってる。よいしょ。
モンスターハンターアウトランダーズだって。面白そう、モンスターハンターアウトランダーズ。オープンワールド作品。アウトランダーズ面白そうだな。ヌオちゃんの猫ミンさん、ふにゃ。猫めんちゃんもありがとう。モンハンの新作スマホゲームが来るってよ。アウトランダーズ。これはやらなきゃな、アウトランダーズ。ワイルズやるよりアウトランダーズやるのも面白そうだな。ワイルズもやるけどね。巣ごもり需要って言ったのが懐かしい時期に出てくるよ。こんなこともあったな。巣ごもり需要で俺の配信伸びたんだよ。緊急事態宣言。あれも昔のことになっちゃったな。あの時は何だったんだろうな、一体な。
これ一番配信で会いたい人は、たくさんいるけど、約3人に会いたいかな。もう、1名は俺のことを忘れてるらしいかな。ざっと見積もって2人だな。やっちゃっていいっすか？ぬおーちゃんの猫ミンさん、今日配信24時までにゃ。今日24時までだよ。そうだよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、鬼食い曲はまだ勝てんかった。いい曲が勝てなかった。ぬおーちゃんの猫ミンさん、ココアちゃんやほー。ガス欠で抜け殻のココアさん、猫ミンちゃんやほー。ガス欠で抜け殻のココアさん、飯食うかー。モンスターハンターのスマホゲーが出るらしいよ。昆布39さん、腹筋痛めた。聞いたけど大丈夫？モンスターハンターアウトランダー。オープンワールドゲームだったよ。マシュマロさん、腹筋痛めた。聞いたれちゃったか。これあながち間違ってなかっただろう。モンスターハンターフロンティア2が来るっていうのは、あながち間違ってなかっただろう。俺のおおよその予測は間違ってなかっただろう。情報は間違ってなかっただろう。モンスターハンター、エンドレスっていう名前のコードのやつでワイルズじゃないかって言われて、絶対アウぬおーちゃんのトランダーだった。猫ミンさん、落ちるかな。また猫ミンさん、お来るにゃん。疲れ様、またね。腹筋痛めちゃったか。あながち間違いではなかったアウトランダーが来るの。これが、リオさん、猫ミンちゃんまたね。お疲れ様。昆布39さん、は入ったら足場の外にいた。昆布39さん、そういややつが追加されてるんだっけ？やつって何を？
コング39さん、ほぼ無敵のモブ。そんなモブがいるの？マイクラに？こんな無敵のモブがいるんだね。あながち間違いではなかった。アウトランダーズ登録しとこうっと。おおよその予測が当たっただろう。モンスターハンターのモバイルゲームが来るって。近いうち来るだろうなと。ガス欠で抜け殻のココアさん、あんま期待できるもんじゃないやろ。あんまり期待できなさそうだよ。モンスターハンターアウトランダー。マシュマロさん、この人は何をしとるん？俺、休憩中だよ。あながち出るのは間違いなかった。
手当てを手と。どんどん掘るぞ。掘りまくれ。ポケモンガチ勢およさん、ジさんもいらっしゃい。ョンちゃん。ジョンちゃんさっきまでいたよ。約2時間前までいたよ。ブーさんさ、モンハンの新しいスマホゲームが出るの知ってる？モンスターハンターアウトランダーズ。俺実況するつもりだけどね。オープンワールドゲームだったよ。モンスターハンターの。スマホ版オープンワールドがあって。すっごいクオリティの高いものが来ると俺は予測する。アウトランダーズ。オープンワールド。モンハンのオープンワールド。ワールドみたいなのがスマホに来るんだってよ。第一の形成が大変だからな。第一を作らなきゃな。どんどん大地を形成するぞ。大地だらけにしていかないと。
あ、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 ゴミもならない。あ、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 やばいな。だいぶできたな。平たい土地。盛り土した平たい土地だけどな。まだ平たくないけどな。それからもっと平たくなるな。
あと4週間で平たい土地。平地だけでここの開拓終わりそうだな。うん。せっかくシーギリアロックみたいな街並みを作りたいやろ。シーギリアロックは理想。だいぶできてきたな。どんどんやっていくぞ。最近大谷翔平くんも来ないよな。あ、来なくなったな。あつ森の時に大谷翔平くん来てたのに。ちょっと待てよ。変な予感がしてきたんだよな。大谷翔平ってコーチさんだったのかな。ちょっと調べよう。ちょっと嫌な予感がしてきた。なんか嫌な予感がしてきた。だって。例えば、この間の日曜日の集まりで来なかったよな。予約してたのにな。なんか嫌な予感がしてきた。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか気もよだつような嫌な予感がしてきたんだけど。何翔平くんだったのかな。なんかやだな。来なかったもんな。食ってきた帰り。ガス欠で抜け殻のココアさん、飯食うてきた。リオさん、ココアさんお帰りなさい。うん。ガス欠で抜け殻のココアさん、リオくんただいま。
ガス欠で抜け殻のココアさん、何してんのガッツ。どうやらコーチさんじゃなさそうだな。よかった。いや、アーニャさんがさ、大谷翔平くんのさ、大谷翔平って名前の人が来てさ、ブロックしちゃったんだよ。でさ、大谷翔平って名前名乗ってたからさ、もしかしたらコーチさんだったんじゃないかなと思ってさ、この間のそういえば日曜日、コーチさん、島参加予約してて待ってたのに来なかったから、なんかおかしいなと思ってたから、全然、オンラインにもなってなくて、来なかったからなんでだろうなと思ガったら、ス欠で抜け殻のココアさん、いつの話？日曜日、この前の日曜日、先々週の日曜日のことなんだけど、だからコーチさんが大谷翔平って名前で来て、アーニャさんにブロックされたのかなと思ったけど、別に大谷翔平って名前の人もコーチって名前の人もブロックになってなかったから、多分大谷翔平くんの偽物で間違いないだろう。コーチさんも野球好きだったから、まさか大谷翔平って名前で来てブロックされたかと思ったけど、別に問題はなかった。よかったよかったよかった。ガス欠で抜け殻のココアさん、歩兵。大丈夫ですね。コーチさん、二人いるからな。山田恵子さんも熱森コーチだからな。ややこしいよな。あの人がいた世界線の熱森は荒れてるのだろうかな。俺は荒れてないに一票。でもその代わりすんごい人気のない熱森配ガス信だ。欠で抜け殻のココアさん。知らねえよ。あの人と友好関係にあるガー付き配信の世界線。でも関係破綻は絶対、紛れもない時間の問題だっただろうな。ちょうどいい距離を保っとけばよかったんだよな。距離が近すぎたんだよな、多分な。
ホロライブが紅茶を禁止してる理由はそれだと思うよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、明日スプラ明日マリカスプラだよ。明日スプラだよ。ついにスプラトゥーン始まります。明日スプラトゥーンで。明日はスプラトゥーン。ついにスプラトゥーンやります。久しぶりのスプラトゥーン。始まりました。スプラトゥーンです。ここの配信で一番人気があるゲームです。スプラトゥーン。再生回数が1000回いったのもスプラトゥーン。1000回だよ、すごいよね。ゴールデンウィークの最後ぐらいに再生回数1000回いったからね。ゴールデンウィークの始まり1000回。そして、ゴールデンウィークが終わった後1000回。ガス欠で抜け殻のココアさん、一番人気あるなら増やせよ。増やせばいいのかな。1000回いったら驚きだったけどな。でもそろそろマリカ廃止が出て落ちそうな感じがするけどな。マリカ廃止なんじゃないかなと思うんだ。マリカ全然人来おへんもん。昆布39さん、スプラ久しぶりにやった。久しぶりにやったんだね。たまにやると楽しいよね。ガス欠で抜け殻のココアさん、廃止したら。廃止したら廃止しちゃう。でもマリカ来る人少ないんだよね。うん、たまにマリカもすっごい人気ある時あるから、廃止はしたくないんだよ。マリカ勢も少なからずいるからな。この配信。廃止はダメだ。廃止はダメだ。配信時間は長い男ヒカ好き。ガス欠で抜け殻のココアさん、廃止したあかんわ。リオくんマリカしてるやん。あ、そうだ、廃止したらあかんな。そうだ、廃止したらあかん。そうだ、あかん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 。これあかんな。ジョンちゃんもマリカしてるもんな。ジョンちゃんもマリカやってんもんな。今日もあの日になっちゃうんだな。そうだよ。今日もあの日になって、あの日になる時が来るよ。今日もあの日。だから今日も精一杯生きなきゃいけない。
いつか配信引退する時が来るんだろうか、俺も。出れば来るだろうね。始まりがあれば終わりが来る時もあると思う。終わりがあれば終わりもある。でも俺は絶対やめねえぞ。俺は死なねえぞ。ガス欠で抜け殻のココアさん、引退したら何すん？わら。したら何しようか。何することもないんだよ。で、また転生してるかもよ。引退したらちゃっかり転生してるかもしれない。ちゃっかり転生してるかもよ。引退しても何もやることないんだよ。ちゃっかり引退して幕を閉じて別の姿に体を宿すのも何の悪いかもしれないな。そしたらあの人たちももしかしたら初見で来る可能性ありそうだしな。ボイスチェンジャーで完全声変えて引退。やることまず、引退してもやることないかな。また VTuber やってるかもしれない。ガス欠で抜け殻のココアさん、収益化止まったら転生してそう。収益化止まったら転生してそう。ありそうだな、あながちな。あながちありそう。でも大手の VTuber として転生することはほぼないだろうな。それはね、もうほぼないと思う。大手が俺に目をつけてくることはほぼないと思う。相当それはね、氷川が本気にならないと無理だ。リオさん、木曜日、もう配信来れない。金曜日のスマブラは来れるけど。大丈夫だよ。マリカやるよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。リオさん、マリカは配信なんかしないから大丈夫だよ。マリカ配信するわけないじゃないですか。ねえ。安心して、マリカは配信しないから。リオさんが来てくれる以上は、マリカはやります。安心してください。マリカやります。ごめんな。マリカは続けるから大丈夫だよ。安心してマリカは続けるから。マリカは続けるから安心してくれ。マリカ廃止とか言ってすまなかった。俺は続けるぞ、マリカを。どう答えが返ってくるか楽しみだ。マリカは続けるぞ。リオさんがいるから続ける。あとブルーさんも来てくれてるから。ゾンちゃんも来てくれてるから。大丈夫だ、続けるわ。大丈夫ですよ。リオさん、バイトの曜日が少し変わったら来れない。バイトの曜日が変わったら来れないからな。そういうことね。了解。なるほどね。マリカがなくなっちゃうから来れないって言ったじゃん。リオさんの都合ね。それなら仕方ないね。アルバイト頑張ってね。本気でやっていくと本気で。あつきチャンネル本当にやばいよな。マジでやばいです。一日でこれを作り上げる氷川組の力じゃないけどな。約3日ぐらいで作られてるから。
マイクラの世界ではだいぶね、俺が来てるのはだいたい1日ぐらいだから。1回だから3日でこれを作り上げてるんで、この台地を。まだ作れるぞ。もう一回遊べるとん。メヒュバー。ちょっと休憩タイム疲れてた。転生しようかな。転生。無職転生。転生したら VTuber だったけん。ガス欠で抜け殻のココアさん、シャワー行くか。シャワー行ってらっしゃい。転生したら伝説の VTuber 氷川月だったけん。伝説でもなんでもないよ。やばいやつだよ。ただメンヘラの YouTuber 氷川月。メンヘラ枠さ。実際そうなんだよね。ちょっと休憩中ね。目が疲れちゃった。ボルシッチ。タイガスだったって。相当カカシリーズよく消されないよな。著作権利削除が多いらしいね。相当カカシリーズのマットを作ると。だから相当カカシリーズで YouTuber 危なくなってきたからニコニコ動画の方が増えてんじゃん。野獣先輩も相当カッカも。でも野獣先輩より絶対相当カッカの方がネタ的に危ないと思うけどね。人物が人物だからな。地下壕でさ、部下とこもってさ、
会議するシーンがさ、すっげえさ、あれなんだよ。ネタ化されてるから。ミーム化してるから。ブルーノ・ガンツさん死んじゃったな。あの人スイス人なんだよね。ドイツ系のスイス人だからドイツ語ペラペラなんで。で、あの役当初は自分もやりたくなかったらしいけど、やる人がいなかったから仕事を受けたって言ったな。で、迫真の演技で、あの、最後の地下壕のシーン、めちゃくちゃすごかったね。空耳だらけになっちゃったじゃん。その空耳がネタ化したけどね、シバニャンさん、マイクラパート7だっけ？マイクラパート7だよ。ちょっと待てよ。んなんかおかしいな。なんかおかしいぞ。なんかおかしいぞ。言われてみればなんかおかしいな。シバニャンさん、107じゃなくて、107だよな。そうだよな。なんかおリオさん、かしい。ちょっと変えてくる。107だよな。言われてみれば107だよな。そうだ、107だ。107だ。そうだ、そうだ。7はおかしい。7はだいぶ。7や。7なんかおかしい。107だよ。バニャンさん。7、絶対107だと思ったよ。なんかおかしいなと思ったよ、俺も。ジバニャンさん、ありがとう教えてくれて。おかしいなと思ったんだよ、俺も。なんか、107だよな、やる。柴田さん、柴田さん、ねえ、目に刺さるにゃん。柴田さん、タイガタタティーボロシーチ、目に刺さるにゃん。あ、痛い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 。あ、痛い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 。目に刺さるにゃんが好きで。あとは下ネタになるからダメ。目に刺さるにゃんでしょ。目に刺さるにゃん。目に刺さるにゃんが一番。少なかったよ、牛乳。目に刺さるにゃんが一番。7、107だわ。
なんかおかしいなと思ったよ。トットトリスのハイボール。誰にも遠慮はいりません。107だった。107を。7っておかしいなと思ったよ。まあねえわ。あずにゃんさん、月さんはドリフ大爆笑知ってる？ドルフの大爆笑の替え歌が、あれだよ。あれだよ。トリスのハイボールだよ。これ元ネタトントントンカラリンって曲が元ネタなんだよ。ドリフがね、トンカラリンの替え歌してね、でね、トリスハイボールがね、ドリフの、トンから、ドリフを真似してね、替え歌が替え歌になって、さらに替え歌になっちゃったんで、そう。あまりにも替え歌が多く作られちゃった曲だよね。ヨドバシカメラの曲とかもそうだよね。リパブリック参加って曲だったんだけどさ、ヨドバシカメラの歌に変えられちゃったりするんだよね。もともとはジョン・ブラウンのヒゲって曲だったのがリパブリック参加になってさ、リパブリック参加からさ、ヨドバシカメラになってさ、どんどん替え歌されてさ、カエルの歌とかにもなっちゃってんだよ。あれやばいよ。だってドリフの曲がもともと替え歌なんだよね。トンカラリンって曲があったんだよ。そう、トンカラリンの替え歌がドリフなんです、実は言うと。替え歌の替え歌の替え歌の替え歌って言ったらいいのかな。隣組っていうね、歌があったんで、昔戦争中に歌われてたやつ。あれがドリフの元ネタ。大元をたどると、これがあったからゆえに、ドリフがドリフターズのドリフに変えて、で、その後、トリスハイボールになって、替え歌されまくった曲。覚えやすいから替え歌にされてんだ。滝田メルトンさ駐在にも変えられてるよ。この曲は。うん。滝田メルトンさ駐在助けられたり助けたりに変えられてんだよ。滝田メガネの良いメガネ。品質良いメガネ。メガネドラッグいいメガネにも変えられてるな。そう。あれもね、メガネドラッグの替え歌にもされてたね。ガス欠で抜け殻のココアさん、シャワーしてたらめちゃくちゃ鼻血出てきやがった。めちゃ鼻血出てたやばいかな。メガネドラッグ、良いメガネもそうだよ。みんなね、替え歌なんでね。もともとこれ原曲歌ってあげるね。トントントンからレンと隣組。あれこれ面倒味噌醤油。ご飯の炊き方垣根越し。助けられたり助けたり。トントントンからレンと隣組。地震や雷火事泥棒。互いに役立つ用心棒。助けられたり助けたりのね、これが元ネタなんだよ。本当の歌詞はこれなんだよ。それからドリフの大爆笑に変えられたんだよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、何それ知らん。ドリフの本当の元ネタ。ドリフターズの曲って意外とね、戦時歌謡とか軍歌とかの替え歌が多くて、もともとドリフターズの大爆笑の曲っていうのは、隣組っていう、軍歌だったんだよ。それをまあ、軍歌っていうか戦時歌謡だよね。戦争中に作られた。
それをドリフターズたちがアレンジしてあの曲にしたんだよ。で、あの曲ってすんごいメロディーが良かったから、武田ガメルトン、ス欠で抜け殻のココアさん、ドリフ会。そう、武田メルトン殺虫剤とか、メガネドラッグとか、トリスハイボールとか、いろんな CM ソングに使われちゃって、結果的にもともと軍歌だったんだけど、今になっては、ドリフの曲で定番だったよね。それゆえに、CM ソングにも大量に使われちゃったんだよな。メロディーがついたから、てててれてててれてれれって、これがね、刺激が良かったんだろうね。もともとは隣組、もう原曲はね、もっと穏やかなね、トントントンカラリンと隣組ってもっとおとなしい曲なんだよね。激しめにして、曲調変えちゃったから替え歌増えまくったんで、ね。あと一番ね、これが使われた理由、覚えやすい。覚えやすいゆえに、みんなが歌えてしまうっていうね。まあカノントーンが使われてるゆえにね、多分たくさんいろんな曲に使われてるんだと。日本人が好きなね、音なんでね、聞き覚えがある曲なんで、一度覚えたら忘れないでしょ。耳に残っちゃうけど。武田メルトンサーチューザイもそう。元々はそう。ドリフ、意外にね、ずんどこ節だってもともとそう考えたらそっちが源流だって話は聞いたことがあるしな。元をたどるとね、本当のずんどこ節の方をたどるとね、そうなんだよね。そこに。やっぱ替え歌によってアレンジされた曲だったらしいから。ガス欠で抜け殻のココアさん、バカ殿みたいな新しいやつ。新しいやつ、本人蘇らせてくるしかねえな。本人が亡くなってる以上もう作れなさそうだな。志村けんさんを超えるほどの世代のお笑い芸人が出てくればもう話は別かもしんない。でも彼は唯一無二の存在だから、もう彼の代わりの代役をやる人は多分別のキャラになってしまうからもう無理だと思う。あれは本人にしかできない技だと思う。本人にしかできないネタだと思う。どうにか、だってもともと志村けんさんはあガス欠でれだもん。抜け殻のココアさん、出るんけないやろ。出ないだろうな、多分な。ドリフの付き人だったんで。で、ジバニャンさん、偏差値最低49の学校へ行く。もう49の学校行くんだね。で、新井中さん辞めちゃったでしょ。辞めちゃったから、新しいメンバーが欲しいってなって、付き人だった志村けんさんを起用したんだよね。それが伝説の始まりだったかな。うん。でドリフ自体がもともとバンドマンだったから。だから音楽全部できるんだよね。楽器も弾けるし。お笑いグループじゃなかったという、本当の意味では。始まりは。偏差値49の学校行くんだね。49って言ったら、どれぐらいの学校だ ?50 が普通か。ジバニャンさん、最高65とかの学校。最高65か。65は東大とかだよね。もっとか、東大80、70あたりか。普通の、高校みたいな感じやね。悪くもないし、ずば抜けていいかって言ったら、ずば抜けていいかってわけでもないか。あんまり不良いなさそうだよね。それ以降の下行ったら不良いっぱいそうだよ。30とか20とか行ったら不良いっぱい湧きそうだよ。ジバニャンさん、50が平均ぐらいなのかな。 50が多分50から、本当の平均だったね。学びやすい学校がそれが一番いいと思うよ。これは。身の丈に合ったところ行けばいいんだよ。学びやすくて、それが一番だよ。みんな無理するけど。お。だからあれだよね。私立に行けばいいって問題でもないとは思うけどね。私
服が、俺の知り合いなんか制服がかっこいいから、私立行ったとか言ってジバニャンさん、履正社高校という高校。あ、聞いたことあるな。聞いたことあるな。どこだっけ？知ってるぞ。魔法少女版どんぶりさん、戻りました。今さんお帰り来てくれてるしよ。甲子園出てなかったっけその高校。聞いたことあるよ。スポーツ強いガイメージなかっス欠で抜け殻のココアさん、マジ？た。なんかすごい有名なところだよね。なんか、今さんお帰り。なんかすっごいスポーツ強い、野球とかなガス欠んか強いで抜けイメージある。殻のココアさん、妹通ってる、わら。マジかよ。ジバニャンさん、野球の強高校。野球そうだよね。野球だよね。そうだよね。野球だよね。じゃあ、今さんお帰り。じゃあ、そしたらココアさんの妹さんと後輩になっちゃうってことや。ガス欠で抜け殻のココアさん、高3やからジバニャンくんとは被らんけど。ココアさんに妹がいたなんて驚きやな。新事実。そうだな。ガス欠で抜け殻のココアさん、ってことは家近所かもな。家近所かもしれないな。甲子園出てるんだったら、甲子園はあれじゃん、ほぼ近所やん。スタジアムがあんの。ねえ。だって学校もあっちの方の関西の神戸の方でしょ。ジバニャンさん、今中にから絶対被らないね。うん。じゃあ2個、ガス3欠で抜け個ぐらい前殻のココアさん、あれ言うてなかったっけ？言ってなかったな。初耳だったな。今ひたすら塹壕を掘ってんだよ。塹壕戦を展開するために。火を集めるために塹壕を掘ってるという。統治かっていうのはいい。ひたすら統治が起こってる。塹壕戦展開できるな。マジの前線みたいになってる。ここも要塞化するつガスもりだから。欠で抜け殻のココアさん、履正社も教師なんかやばいらしいけどな。何それ。学校の先生がやばいの。私立だからな。私立ジバニャンさん、私立だとやばいって家から2キロ未満。家から2キロ目なんだ。私立だとやばいって話は聞いたことない。別に私立が悪いって言ってないよ。その学校法人の教育方針があるから、いじめとか起きてもなんか対策取ってくれないって話は聞いたことがある。対策は取るけど、公立みたいにガチガチに守ってくれないって話は聞いたことがある。どこまで本当だか知らないけど。ガス欠で抜け殻のココアさん、履正社は4キロくらいあるわ。ジバニャンさんと家近いかもしれない。ガス欠で抜け殻のココアさん、それは教師によるやろ。うん。ね。話は聞いたことある。まあ、いい先生に出会えればそれジバでいいと思う。ニャンさん、近所ではないかな？ 4キロだったら近所だな。5キロ以降だったら俺は近所じゃないと思って。でもジバニャンさんやココアさんとは俺は遠いところに住んでるだろうな。俺東京の外れだもん。東京の外れ。ちょっと外れだな。北側やな。ガス欠で抜け殻のココアさん、行こうと思えば行ける。ジョンちゃんと俺は近いかもしんないな。ジョンちゃんともそんな近くないんだろうな。埼玉も広いから。絶対さくらさんと近所なんじゃねえかなと思った。超やばい塹壕。アズニャンさん、
僕、東京のどこか。もう東京のどっか。あずやさんも東京だったのか。すごいな。あながち、なんか港区に住んでる感じがする。個人的な感想だけど。渋谷とかな。都会な感じがする。俺あれだからな。俺は東京の外れだからな。ちょっと行ったら埼玉で。川渡んなくても埼玉で。私、自動車学校の先越えたらもう埼玉で。昔よくドンキーホーテ行くんでよく機関車ハルトーマスさん、板橋。バレてんのかよあれとはさ、バレちゃったろや。バレちゃったらやん、お前。板橋って。板橋隠さなくていいよ、もう板橋区だよ。別に取られても取られるもんねえからさ。高いもんお金を持ってないしさ。奪えるものはないよ。そうですよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、たまに言うてるやろ。二輪そぼが、区の花の板橋ですよ。日だまり共和国が事実上に存在している場所ですね。機関車ハルトーマスさん、90万のパソコン。それは取られたら、きまへん。それは取られたらあかんやへん。それは取られたら配信できまへん。マジでそれでは勘弁してください。お命だけは取らないでくださいじゃないけどさ、ほんとさ、それは取られたらあかんな。それは取られたらあかんな。それほんま取られたらあかんな。それほんま取られたらあかんな。いや、ちょっとな、取られたな。一発問題だよな。いや、ビットコインマイニングしてるからさ、90万のパソコンの。ビットコインマイニングして採掘してるから。無料アプリで、無料ソフトでビットコインをね、増やせるね、マイニングソフトっていうのがあるんだガよ。ス欠で抜け殻のココアさん、ガツラチって強制労働。言うと機思ったよ。関車ハルトーマスさん、叩きで取りに行くか。形で取りにジ行く。バニャンさん、コントローラー1万1000円のやつクリスマスプレゼントでもらおうかな。1万円のコントローラーいいな。1万円のコントローラーはね、いいよね。場所バレちゃってるよ、多分。バレても取るもんねえかな。ジバニャンさん、スイッチ対応。スイッチ対応ものね、そうね、スイッチ対応ものがいいよね。ガス欠で抜け殻のココアさん、俺なんか2400円の安いコントローラーでスマブラしてるのに、わら。俺は3000円だよ。機関車ハルトーマスさん、板橋のどこかで老人ホームの清掃してるのか。なんでバレるの？すごい個人情報知ってんだよ。絶対機関車ハルトーマスさん、俺のリアル友なんじゃないかなと俺思うんだよな。絶対俺会ったことある人なんだと思うんだよな。絶対リア友じゃないかなと思うんだよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、自分で暴露してたやろ。自分で暴露してジバニャンさん、反応速度が通常コントローラーの8倍らしい。8倍なんだね。すごいな。機関車ハルトーマスさん、暴露してたよね。わら。暴露してたやつを。だいぶ暴露してるから。暴露系 VTuber だったかな。
ジバニャンさん、そういえばこの配信は何をするの？この配信は何をするの？この配信マイクラで作業配信してんだよ。ひたすら台帳を作ってんだよ。超高いガス台帳を欠で抜け殻のココアさん、ガツは強制労働。公共事業というならただ働きしてる。街を作る配信や。公共事業。高台の街を作ってる。これもともとここ高台だって、ね、山だった場所を俺が整地して高台にしたんだよ。さくらさん、ココアさん名前簡潔になってない？台地をどんどん作るぞ。さくさらさんいらっくらさんしゃい。、気のせい？完結ガス欠で抜け殻のココアさん、ガス欠やで。ジバニャンさん、作業用動画か。さくらさん、あーね。さくらさんもありがとう。来てくれてるしよ。だいぶ台地が広くなったから日だまり宮殿作れそうだな。おでん城作ったら日だまり宮殿作るぞ。リオさん、さくらさんこんばんは。絶対さくらさんと俺近所なんじゃないかなと思う。埼玉近いって言ってたしな。俺もめっちゃ埼玉近いから。ガス欠で抜け殻のココアさん、金欠にすると読み上げの調子悪い自販欠って聞こえたから変えた。埼玉はいろんなところ近いかな。さくらさん、リオさんこんばんは。ヤシオも埼玉に近いからな。今ヤシオスタンになってるからな。パチスタンの人はヤシオにいっぱい来てるからヤシオスタンって言われてる。ヤシオスタンや。ここら中でアラビアさくらさん、判決で抜け殻のココアになるのか。ヤシオいいところだけどな。俺の住んでるところよりめちゃくちゃ住みやすいと思うで。だって俺の住んでるところ埼玉の方が栄えてるもん。皮肉なことに埼玉の方が栄えてんだよな、ばあちゃんな。ガス欠で抜け殻のココアさん、読み上げの調子悪い時ほんまひどかったからな。埼玉の方が本当に栄えてんだよ。だって俺埼玉に買い物しに行くもん。たまに。ばあちゃんの車で。東京側行っても何もないもん。だから川渡って埼玉に。さくらさん、そもそもが、金読まれとらんかったからね、わら。泣いてなかったな。ひたすら掘ってく。掘り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 プロ。芸能事務所みたいな名前したい。いや、掘るから、ひたすら土を掘るから掘りプロなんだよ。すいません。和田アキ子さんの事務所さん申し訳ございません。そういうガ意味ではない。ス欠で抜け殻のココアさん、ガツに文句言うたところで悪化するから読み方変えたわ。スタミナが下手すら異常に減るんだよな。焼肉作るストップしとかないな。マジお腹
ガス欠で抜け殻のココアさん、サッカー日本代表全員タイミーで集めてみた。タンカー船が撃沈された？それはまずいな。燃料が届かなくなっちゃうな。ガス欠で抜け殻のココアさん、は？コメント見てみるわ。ガス欠で抜け殻のココアさん、バカ殿にハマチャンネル回好き。あったな、そんな回が。あれいいよな。ガス欠で抜け殻のココアさん、バカ殿の更新なくなってからほんまにテレビ見んくなった。なんとしてでも生き返らせなければ。ガス欠で抜け殻のココアさん、テレビはもうなくなっても困らん。なくなっても困らんよな。
食パンでビッグマックガスを欠で抜け殻のココアさん、怒りしか湧いてこうへんわ。食ってる途中の映像とか作ったらめっちゃ伸びるだろうな。昔は納豆を藁で作ってた理由がわかるよ。納豆菌を繁殖させるためだよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、コロナほぼ消えたし志村けんの国葬今からでもやるべきやわ。やるべきだよな、ほんとな。リオさん、ご飯食べてくるごわ。飯いってらっしゃい。
ガス欠で抜け殻のココアさん、リオくんイテラー。昆布39さん、サム。ガス欠で抜け殻のココアさん、なんで心臓の国そうやって志村けんはないねん。心臓は無理くりやったからな。心臓無理くりやったから。ガス欠で抜け殻のココアさん、いつかコロナ広めたやつ抹殺したろ。ガフチャンネル。ガフ、チャンネル、3期。ガフチャンネルさんいらっしゃい。急激にチャンネル登録者数が減ってる。今日4人も減ってる。すげえ減ってる。ガフチャンネルさんもありがとう。すごいね、4人も減ってる。今日
41人だったら36人になって、36作6人だったらすげえ減ってる。絶対あれだよな、多分スパムアカウントみたいなのが削除されてんだよな、多分な。意外に多いんだよね、俺のチャンネルね。登録して、配信見ないで、登録だけする人とかいるんだよね。すっごい勢いでスパムアカウントフォローしてることとかたまにあるからね。海外のスパムアカウントが俺のチャンネル狙ってたくさん登録してるやつがいるんで。だから YouTube 側が自主的に削除してんだと。ガス欠で抜け殻のココアさん、ヘイトツイートしてこよっと。それはあかんな。物理的に消されます。さすがにこちらのメッセージは消させていただきます。ガス欠で抜け殻のココアさん、ここで流行らんよツイッター。ツイッターでも消される。命狙われる。ここでやっても消されるし、ツイッターでやっても消される。今のご時世、何にでも怒られる世の中だから。軽はずみなことはできない。いろいろと難ガスしいよ欠でな。抜け殻のココアさん、何年も前から活動してる。そうだよ、セブンイレブンは、容量少なくして値段上げてたんだよ。客を裏切ったんだよ、セブンイレブンは。だから、無空売れてんだよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、事実言うてるのに騒いでるだけやしな。そうなんだよ。
事実を言えば、ガス欠で抜け殻のココアさん、セブン倒産。セブン倒産すると思うよ。セブンのこともそうだけど、自分のやったヘマを批判されて、ねえ、俺はやられてるっていうのはやめてほしいよな。でもセブンは客裏切ってるのは事実だと思う。あと、年寄りの客が離れた理由を教えてあげようか。無理なタッチパネル増やしたからね。セルフレジ増やしまくった結果、年寄りができなくて、年寄り行かなくなったんですよ、セブンイレブン。効率化はいいんだとは思うけど、年寄りにとっちゃあれはできないもんだよな。でもセブンイレブン客裏切ったのは事実だから。金で地位を買ってるようなもんだよ。でも彼は優秀だからな。ある意味、イーロン・マスクは。俺はイーロン・マスクを目指してるからね。イーロン・マスクと俺は似てるところあるんで、まあ、考え方が似てるってところはあるかもしれない。お金がないイーロン・マスク。名言。お金のないイーロン・マスク。すごいな。お金のないイーロン・マスクは名言だ。お金のない大谷翔平でしょ。いろいろ名言がいけるな。お金のない大谷翔平。お金のないイーロン・マスク。なぜ俺がお金のない大谷翔平か。配信者とゲーム実況者の二刀流だから。お金のない大谷翔平。ガス欠で抜け殻のココアさん、暇やな。ガス欠で抜け殻のココアさん、3DS オンライン残しててよかったやろ。まあ、セキュリティの問題上閉めたって話で聞いたことがある。セキュリティ上の問題、話で聞いたこと。セキュリティ上閉めないといけなかったらしい。ハッカーとかが、任天堂の 3DS サーバーにサイバー攻撃仕掛けて、いろいろとなんていうんだ、ダークウェブとか使ったりだとかの、受け口とかにしたりだとかしちゃったから、ガス欠で抜け殻のココアさん、ふざけやがって。
あ昆布あとチー39タさん、ーもいっぱいいたしワンピ4コーガリークか。チーターもいっぱいいたしな。チーターもいっぱいいたからサーバー閉めたんだと思う。昆布39さん、ココアさんワンピハードにした？ガス欠で抜け殻のココアさん、した。昆布39さん、サンキュー。だいぶ掘ったな。ガス欠で抜け殻のココアさん、セブ改造してオンラインできるようにしたろかな。魔法少女版どんぶりさん、ワンピできない。できないか。ガス欠で抜け殻のココアさん、バスターズ今高いとこやと7000円するらしい。7000円もすんの？ガス欠で抜け殻のココアさん、オンライン終わってなお需要上がるのバケモンや。うん。ガス欠で抜け殻のココアさん、4G なんか500くらいやのに。4G500 円なんだ。昆布39さん、なぜ拠点近くに牧野さんの店生成されてるんや？ガス欠で抜け殻のココアさん、知らねえ。ひたすら土地に。どんどん土地作ってる。ガス欠で抜け殻のココアさん、ガス代わりにオンラインできるように改造して。マジか、俺そんな技術ないよ。改造はさすがにアウトです。マシュマロさん、ワイのも頼む。マシュマロさんのも頼むか、マジか。ガス欠で抜け殻のココアさん、やり方は載ってる。
欠で抜け殻のココアさん、バスターズオンラインやりてえんだよ改造してくれ。オンラインやりてえのか。でも俺に言われてもな。ガス欠で抜け殻のココアさん、お前のパソコンならスドカードいじれる。リカード。リオさん、ただいま。お姉さんお帰り。ガス欠で抜け殻のココアさん、リオくんお帰り。皆さんもありがとう。ありがとう、来てくれてるし。リオさん、ココアさんただいま。昆布39さん、シャヤミグラ出た。闇グラ出た、ナイス。昆布39さん、全悪魔のみ昆布。ね、アクアミコンプナイス。よいしょ。じゃん掘っていくぞ。F でファミリーとかな。
大爆発したな。やばいな。小泉かなさんめちゃくちゃ素敵な女性だった。では、あと、進次郎もびっくりやな。ジャパンを日本に、もうジャパンに。もうジャパンに。独身税なんだよな。そろそろ一気が落ちてもおかしくなさそうだね。なんで転中しないんだろう。用意しないんだろう。革命を起こさないんだろう。ここまでやられて。本当に日本人はおとなしいよな。革命も起きなければ暴動も起きない。ここまで順応な民族は他にいるだろうか。何も起こりもせず。季節から背けて何も行動を起こさないだけではないでしょう。
自分さえ良ければいいと思ってる。テレビをつければ、あの話題しかやらないし、もっと重要な話題がいっぱいあるはずなのに。テレビは本当のことを伝えてくれる。ゆのさん、こんにちは。ゆうのさん、こんにちは。来てくれて嬉しいよ。Thank you very much. ありがとう。ゆうのさんもありがとう。ゆうのさんもありがとうね。ゆのさん、疲れないんですか？マジ疲れないよ。大丈夫だよ。俺全然疲れない。たまに休憩してるけどね。たまに疲れるから、ゆったり休んだりしてる。ゆったり休んだりして、いう時までちょっと休んでくる。ああ。すごい。
外の世界を勉強しよう。うちのことを知らずしてなぜ外を勉強しようとするんだ。外を勉強する前に日本のことをもうちょっと勉強しなきゃいけない。日本のことをいっぱい知ったら外国のことを勉強すればいいんだよ。名言。外を見て、外の国が羨ましいと思うんだったらなぜ日本の良いところを発見しないんだろうか。外に憧ればっかりを持つのだろうか。じゃあ、誇りを持てるような国を運営していかなきゃいけないという。日だまりはそれを目指す。日本日だまりと、真実決闘します。日本日だまりと、闇バイト根絶を、公約に掲げてるから。ぬおちゃんの猫みんさん、にゃー。お猫みんちゃんはありがとう。まあ来てないね。さっきいたよ。ぬおちゃんの猫みんさん、戻ったにゃん。ポケモンガチ勢およさん、にゃー。おーさんも来たよ。ぬおちゃんの猫みんさん、あーにゃちゃんやっほー。ポケモンガチ勢およさん、月し、ピアノ聞いたかますまだ聞いてない。母ポケちゃんモンガチみたいな。勢およさん、ゼニスに、キープ中。ポケモンガチ勢およさん、母さんに聞かせなさいとあーにゃ言うたのに。ごめんごめんごめん。これ終わったら聞いてみる。ポケモンガチ勢およさん、猫みんちゃん。ぬおちゃんの猫みんさん、うちもうちょっとでマスターだが相手が強いにゃん。ポケモンガチ勢およさん、ガチャ通算何回引いたにゃぬおちゃんの猫みんさん。ポケモンガチ勢およさん、ガチャの画面開いて左下に数が出てるはずにゃ。ぬおちゃんの猫みんさん、まだ1回しか引けないけど200個だった気がする。来世生まれ変わったらどこに生まれ変わってくるだろう。アメリカに生まれ変わってたとしても、どうなんだろうね。あの国は豊かに見えて本当は豊かじゃないと私は思う。町組に生まればずっと町組になっちゃう国だと思ってる。ポケモンガチ勢およさん、あと40引いたら、交換できる。ぬおちゃんの猫みんさん、数字忘れる。ポケモンガチ勢およさん、ポルシェスピデアと、ポケモンガチ勢およさん、240やから。ぬおちゃんの猫みんさん、ふむふむ。ポケモンガチ勢およさん、確認してごらん。
もう肉が勝てちまうな。ヌオちゃんの猫ミンさん、にゃ、一旦抜けて、確認してくる。塹壕を掘ってます。来るべき戦いを備えて。ポケモンガチ勢およさん、わかった。ポケモンガチ勢およさん、明日の4時59までやから交換できるならしないと新しいのになるからね。ポケモンガチ勢およさん、月下引け。ヌオちゃんの猫ミンさん、確認してきたが229個やった。ポケモンガチ勢おそのよさん、回避してください。ガス発射まで、あと3秒。ポケモガスンガチ発射まで勢およ、さん、あとマイク11やん。オンになります。発射完了。ああ、死ぬかと思った。リオさん、皆さん、ポケモンガチ勢およさん、ガスマスクを外して、ガスヌオマスクちゃんのを外して猫ミンさん、ください。月くんどしたいや、急にガス発射しそうだったから、マイク切った。ガス噴射しそうだったから、血ガス噴射しそうだったから、リオさん、急になんだ。血ガス噴射、おならしそうだったから、マイク切った事前に察知できたから、今回は。ふーって出なかった？おなら出そうだったから、事前に退避を呼びかけられてよかった。ポケモンガチ勢およさん、月しの母さん。ふーって出てたよ、マイク切ってる時に。おやさんが、母ちゃんだって。ヌオちゃんの猫ミンさん、月くんのお母さんばあちゃんこんばんはでやってくれたって。猫ミンさんがあれだったよ。月くんのおばあちゃんお母さんこんばんはだって。おやさんもいるで。ガス欠で抜け殻のココアさん、改造過程長すぎて諦めた。ポケモンガチ勢およさん、なんか J-POP で好きな曲は何ですかダマス。ヌオちゃんの猫ミンさん、ココアちゃん。おやさんが、うん。あれでしょあれでしょ山下達郎でしょガス欠で抜け殻のココアさん、猫ミンちゃん。ポケモンガチ勢およさん、猫ミンちゃん、ランクマチからかすわ。あれ、北国の春、好き。うん。あと、オラサポケモンガチ勢東京行くだ。およさん、ふむふむ。うん。開かま、朝霧吹い、シャゴや、こうし、おやさん、郷ひろみさヌオん知ってるだっちゃんの猫ミて。ンさん、ココアちゃんもレーシングする
いえ、ひゃ、ガス欠で抜け殻のココアさん、レイマスはいい。ヌオーちゃんの猫ミンさん、わかったにゃ。ガス欠で抜け殻のココアさん、ヨーヨーカツカツ。有料カツカツか。ド直球入れて、ド直球な。消されます、消されます。検閲コード。ヌオーちゃんの猫ミンさん、ココアちゃん、ポケモンで対戦するにゃん。プレスコード解除。ガス欠で抜け殻のココアさん、危なかった。やるポケモンガチ勢およさん、なら、月市の母さんは、ポケモンガチ勢およさん、乃木坂まあ好きら、しチいよ。ルドレンの花火って知ってるますちょっと待ってね。ヌオーちゃんの猫ミンさん、ココアちゃん、いつものパスワで、あかんな。ちょっと待ってね。ちょっと待って、夜になっちゃったから一回ちょっと待ってな。しじみ食べろ。お米食べろ。松岡修造。ゾウ、ゾウ。マリオカートさせてんのあったよな。修造マットのな。修造マットめちゃくちゃ流行ってたからな。ドナルドとか修造マットがあった時のニコニコは楽しかったな。例のあれがなかったニコニコ動画。例のあれが全てを壊したよな、ニコニコ動画。何おじさん。何を知ってるかって聞いた？母ちゃん聞いてあげるよ。プレスコードが解除されたから聞いてあげるよ。おじさん、何母ちゃんに聞きたいの？なんだっけ何を知ってるかって言ってるじゃん。ハッピーセット750円もすんのアメリカ。高っ。本が安すぎるだけなんだよ。マックリブ1300円。高っ。ガス欠で抜け殻のココアさん、円安やろ。円安か。あ、そうか。円安で高くなってんのか。おじさん何が好きだって、今答えない。聞こえなかった。マックリブ高いね。1300円もするね。そうなの。マックリブってあるの？あったね、前ね。今あんのまた。アメリカにしかないよ。昔あったの？ 1392円もする。
でも普通アメリカのレストランなんか行ったらもっとするもんね。リオさん、ムア、チルドレンの花火知ってる？ムア、だって、ムアのチルドレンの花火知ってる？だって。ミスターチルドレンのポ花火ケモンガチ知ってるか？勢およさん、あうん。流行ったけどあんまりわからないって言ってた。うん。うん。まず相手されてね。うん。ポケモンガチ勢およさん、ヤマピーのコードブルーの主題歌だなます。ばあちゃんはあいみょんの曲が好きだったよ。歌が好きだった。マリーゴールド。ヌオーちゃんの猫ミンさん、コードブルーってあの病院のドラマの？ド直球だよな。ド直球。ド直球だ。ひらしまちゃんかわいいかわいい。あの子はべっぴんさんや、ほんま。言うな言うな、消される消される。個人情報もろ出しされるな。物理的に消されます。日だまり共和国の存亡をかけた戦いが始まりそうなんでやっていきましょう。無敵のアイドルだよ、俺は。いや、違う。ポケモンガチ勢およさん、そうだよ。そうだよ、だって、およさんがそうだよ、だって。そうだよ、だって、白石まちゃんそうだよ、だって。可愛いよ、だって。ヌオーちゃんの猫ミンさん、ああ、知ってる。そりゃそうでしょう。ポケモンガチ勢およさん、夜遊びなら見つけたよ。夜遊びなら見つけた？ヌオーちゃんの猫ミンさん、テレビで再放送で見たわ前。木の母ちゃん綺麗だったけど、今は年取っちゃったかな。今年取ってもまだね、みんな。ポケモンガチ勢およさん、ちなみに私、白石舞ちゃんと会ったことありやす。すごい。可愛かったでしょ。綺麗だったでしょ。ポケモンガチ勢およさん、握手もしてもらってます。握手したんだって。ヌオーちゃんの猫ミンさん、ココアちゃんもう一回する？マックリブが頭から離れてどうしよう。ポケモンガチ勢およさん、やばいですよ。生で見たら死にますよ。可愛すぎて。ガス欠で抜け殻のココアさん、こっちやる？こっち来たら話してくれるかもよ。ポケモンガチ勢およさん、顔めちゃくちゃ小さいし。小泉純一郎、会ったことあるんだよ。俺の大好きな小泉純一郎。当たり前のことを当たり前にするのが当たり前なんです。信じろ大好き。信じろ。当たり前のことを当たり前にするのが当たり前です。信じろかよ。
新次郎。俺のばあちゃん、新次郎に会ったことあるんだって。新次郎くんに。いいなぁ。マジ会ってみたい。ポケモンガチ勢およさん、月し、あんたは夜遊びが聞きたいと今それポ聞きたいよ。ケモンガチ勢およさん、とにかく月し、俺さんが、ばあちゃんが小林明さんって俳優さん知ってるかだって。ないの？ガス欠で抜け殻のココアさん、新次郎の親父声優してた。うん。ポケモンガチ勢およさん、月し初騎士の母さんに戦場のメリークリスマスを聞かせてあげなさい。おう、了解。ポケモンガチ勢およさん、名前を聞いたことあるぐらいです。名前聞いたことあるぐらいですだって。名前聞いたことあるぐらいですだって。マツケンサンバのマツケンサンバの松平健さん知ってるかいだって。有名だもんな。あいみょんがさ、俺、アニマル浜口さんに会ったことあるで。元気ですかって言って、しかった。いや、キャラって言ってくれたよ。うん。パコね。ポケモンガチ勢およさん、暴れん坊将軍ばかり見てたから、暴れん坊もちろ将軍見ん知ってます。て出てたから知ってるってよ。最近の朝ドラ出てるね。お父さん役でね。なんだっけな、松平健さんがね、モンスターハンターやってたのはすごかったけどな。白いガルクに乗ってたけどな。白いガルク、絶対あれ暴れん坊将軍から取ったんだ。月氏の母さんは多分、ヨミーさんハマると思うんだよな。俺の母ちゃんね、あれだってよ、ヨミーさんってピアニストハマるかもしんないよ、だっておよさん。およさんがね、ヨミーさんってピアニスト聞いたらハマるかもね、だって。YouTube で見れば出てくると思う。トミーさん。そう。聞いて。街角ピアノみたいな人いるじゃん、たまにすごい弾ける人。あれ好き。いろんな国で弾くやつ。セッション。夜が来ちゃう、夜が。ポケモンガチ勢およさん、それを言うなら、大和田信也さんがポケモンしてるんだぜ。アルペカルンさん、切り抜いたわ。自ら活動者の名前を出していくスタイル。ヌオーちゃんのネコミンさん、アルさんヤホ。アルさんヤホ。やってた、初代ポケモンやってた。アルペカルンさん、金曜日が楽しみだね。金曜日が楽しみだ、やべえな。処刑されるから。自ら活動者の名前を出していくスタイル。アルさんもいらっしゃい。そろそろ消されそうだな、俺。ポケモンガチ勢およさん、金曜ロックオンされそうだリな。オさん、アルペカルンさんこんばんは。金曜日はスマブラか。スマブラとエレメンタルナイツか。そう。切り抜かれた、とうとう。ロックオンされた、やべえ。マジゾンビやべえ。マジ。じゃあ、ギャル。ちょ待って。タンマ。武器ない相手に対して何やるんねん。俺、斧しか持ってねえねん。ゾンビを盾にして進め
よし。バツせんとあかんな。ポケモンガチ勢およさんで、夜遊びの何を聞きたいんだ？無敵のアイドル推しの子のテーマ曲究極で完璧な究極で完璧なアイドル。あれでハマってる。今日何食べた？好きなものは何を聞いてもの悪いくなる。あれもポないケモンガチないない、こ勢およさ。れもなんいない。はいはい。君が好きなのは君なんでしょうでしょ。最近壊れてきたな俺。もともと壊れてるけど。あれ大好き。いや最近推しの子見てるからな。自らが出していくスタイル、金曜日が楽しみ。ガス欠で抜け殻のココアさん、壊れ方がうるさい。壊れ方がうるさいか、ごめん。ヌオーちゃんのネコミンさん、ココアちゃん対戦ありがとうございました。ガス欠で抜け殻のココアさん、ネコミンちゃん対アリー。アルペカルンさん、ココアシ。ポケモンガチ勢およさん、貼ってやるからしばしお待ちを。了解。アルペカルンさん、モンハンモバイル版らしきものが開発決定。それ知ってるよ。俺も知ってるぞ。やるつもりでいるよ。オープンワールドでしょ。ワイルズをワールドベースで作ったスマホゲームでしょ。どうなんだろう。あれかな、原神みたいな感じになるのかな。でも原神ができてポケモンるんだからな。ガチ勢およさんそうだよ、アルペカルン氏、スマブラって難しいにゃ？ポケモンガチ勢およさん、URL 省略。ありがとう。ガス欠で抜け殻のココアさん、らしいね。モンスターハンターなんだっけなんだっけなんか、カプアルペカルンさん、共同開発練習しなくてもヒコリンには勝てる。ポケモンガチ勢およさん、月し張ったぞ。アルペカルンさん、氷川には勝てる。そうには勝てる。ヌオーちゃんのネコミンさん、最初は難しいけどね。ポケモンガチ勢およさん、戦場のメリークリスマスも送っている。送ってくれてありがとう。アルペカルンさん、こちゃにお願いします。ポケモンガチ勢およさん、あと、これはネコミンちゃんに。アルペカルンさん、普通に宣伝行為なんで、ヌオーちゃんのネコミンさん、にゃ。ネコミンちゃんにはポケモンガチ勢およさん、わかったます。ネコミンちゃんにはこちらで送れないからオープンチャットで送っていいよ。ネコミンちゃんそういうディスコとかやってないからな。ネコミン、俺に対してはこちらに送ってくれる。ポケモンガチ勢およさん、フリチャに貼る。ネコミンちゃんにはフリチャに貼ってね。ネコミンちゃんその手のツールは一切持ってないから。クラムチャウダー食いてえな。魚介が入ったシチューみたいなやつだろ。シチューのスープみたいなやつ。アサリのやつだろ。レバニラも美味しい。ガス欠で抜け殻のココアさん、毎晩英気逆流してくるのなんなん。ヌオーちゃんのネコミンさん、アーニャちゃん、フリチャへ行こう。キくんなににゃ？ポケモンガチ勢およさん、アルペカルン氏、アーニャもいつになるかわからんますが。一回、胃の中調べてもらった方がいいんじゃないの？逆流性食道炎とか言われたりするから怖いよね。胃が荒れる。
ポケモンガチ勢およさん、スマブラをしようと思うと考えてるますが、ファンが上がるんでしょ。そう、なんていうんだ、その酸っぱい感じのやつとか、渋い感じのやつが上がってきたやつ。お酒の飲みすぎとかで慣れたやつで聞いたことあるじゃん。ガス欠で抜け殻のココアさん、ガツより多分体壊れてるわ。ガツよりポ体壊れてケモンガチ勢およさん、前立ちのやつ借りたら、難しく感じてしまったんだます。ピカチュウを使っていたんだますが、ピカチュウは普通に上級者向けなんだよな。キンクルとかおすすめだよ。キンクルとか、キンクルとか、キンクルとか。ヌオーちゃんの猫ミンさん、アーニャちゃん。ポケモンガチ勢およさん、よし、キンクル初買わんとくわ。キンクル使んとポくか。ケモンガチ勢およさん、にゃい。ドッグマン使おうかなと考えてんだよ。ヌオーちゃんの猫ミンさん、アーニャちゃん、今度もしスマブラ始めたら特訓付き合うにゃ。今週の金曜日、エレメンタルナイツとスマブラか。スマブラとエレメンタルナイツか。ポケモンガチ勢およさん、やったー。ポケモンガチ勢およさん、アーニャ振りちゃいくます。よろしく。もう12月か。ヌオーちゃんの猫ミンさん、うちも行くにゃん。ガス欠で抜け殻のココアさん、何してんのガツ。
さて、どこに亡命しようかな。アメリカに亡命しようか。ロシアに亡命しようか。北に亡命しようか。A 国に亡命しようか。C 国に亡命しようか。北の亡命先はどこだろう。4がなくなったらどこ行こうかな。どこも行くところねえんだよな。行ったところで生活守らないと思うよ。そうなんだよ。行ったところで生活守んねんだよ、マジで。あてや、あかれて。行ったところで生活守らないから、俺はここに。ガス欠で抜け殻のココアさん、ケプラー 1649C でも言っとけ。ああ、そこ行きてんだよ。でも遠いんだよ。ケプラー1906、ケプラーってあれだろ、いて座の方向から、9億光年でしょ。いて座の方向から9億光年だから、地球と似たような川が存在するらしいよな。川もあるし、液体の水が存在してるんじゃないかって言われてるよね。でもあまりにも遠すぎて探査船も行けないし、ヨミンさんね。うん。ケプラー1964はすんごい気になってるんだよ。ケプラー人が俺はいると思ってるから。カタカナだと思う。英語かな？ガス欠で抜け殻のココアさん、光の1億倍の速さで飛べ。光の1億倍のその前に溶けると思うんだよな。体が溶けると思う。ガチで溶ける。体が溶ける。ガチで体が溶ける。光の速さで飛んだら多分体が溶けると思う。でも体が溶けるんじゃなくて、光のリオ速ささん、で飛べば。お風呂入ってきた。お風呂入ってきた。リオさんお帰り。光の速さで飛ぶのはウガス欠でルトラマン。抜け殻のココアさん、リオくんお帰り。ケプラー1964に亡命するか。でもケプラー1964いいかもしんねえな。やっぱウサギ肉効率いいな。あ、稲葉の白ウサギは焼いてリオ食べる。さん、ココアさんただいま。焼きウサギいいな。やっぱり時代は焼きウサギだな。ウサギの狩猟に行くぞ。ガス欠で抜け殻のココアさん、お前が作る頃には死の星になってそう。お前が着く頃には死の星になってそう。どこが？地球が？ケプラーが？ケプラーにそれでパーッとものすごい勢いで走っていくんでしょ。その前にイーロン・マスクがケプラーに到達するんじゃないの？俺が行く前に。ケプラー1964、でも地球の時間と宇宙の時間は違うから、ケプラーから戻ってきたら多分すっごい先の未来になってると思う。ガチでそれは俺信じてるから。ケプラーに行って帰ってきて戻ったら自分は老けてないのに、周りの人みんな亡くなってたりだとかすると思う。数百年ぐらい時間が経って先の未来になっちゃう。自分は老けてないのに。ケプラー1964。それすっごい気になってる。ガス欠で抜け殻のココアさん、今観測してるケプラーも何億年も前の状態やから現在のケプラーどうなってるかわからん。あ、そうか。そういうことになるよね。だって今観測してるのが何億年前のケプラーだから、今のケプラーの環境最新鋭の撮影してないから、だからケプラーを撮影したのは何億年前のケプラーであって、今のケプラーはもしかしたら違う惑星になってる説はあながちあるかもしれないね。そう。で、あれは惑星タイタンはどうなの？
メタンの川があるとか、メタンガスの、池があるとか言われてる。一番人間が住めづらい惑星だと思う。惑星タイタン。で、ケプラーは多分そうだろうな。1億年前の姿、何億年前の姿がケプラーだから、今状況変わってるかもしれない。1億年越しで観測できたってことなんだよ。だから向こうまでに情報が届くのに約1億年以上かかるってことです。だって宇宙に生体反応があってさ、その生体反応にさ、電子信号を送ったらしいんだよ。で、電子信号を送ったら1万年後に返事が返ってくるらしいんだよ。だから生体反応が宇宙であったとしても、それを送ったところで1万年後に送信の返事が返ってくるんだよ。誰がいるねんって話なのに。音大変だよね。1万年後に返事が返ってくるんだよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、互いに観測し合ってるかもな。互いに観測し合ってるかもしれないな。確かにな。ケプラーはケプラーでこっちのこと探してるかもしれないしな。ケプラー人がもしかしたら地球のことを知ってるかもしれない。下手したらケプラーの方が文明が発達してる可能性もあるかもしれない。ケプラーは太陽系外惑星だからね、言ってしまうな。太陽系以外の外だから、もう太陽の光が届かないから、地球外生命体がいるとなると、俺たち人間とは違う姿をしてるかもしれないね。知的生命体かどうかはわからないけど、バクテリアみたいな、なんかそういう原始生命体みたいなのがいてもおかしくなさそうだよ。太陽がなければ、生命体は生まれないって話は聞いたことがあるけどな。その理論が覆っちゃうかもしれないし。でちょうど火星じゃ遠かったし、月じゃちょっと近かったし。ガス欠で抜け殻のココアさん、恐竜が進化してるかもしらん。恐竜が進化か。ああ、いいね。デクロシュンさんが喜びそうだな。デクロムみたいなうじゃうじゃいるかもよ。すごい気になるわ。恐竜みたいなのがいるかもしれない。逆にその恐竜みたいな怪獣がうろうろいる可能性あるそうだな。ガス欠で抜け殻のココアさん、地球の常識なんか通用線は、もう地球外だからな。俺たちの何百年先行ってるかもしれん。逆に恐竜が独自の進化を遂げて、恐竜みたいな竜神になってるかもしれない。竜神はあながちあり得るかもしれない。竜神っていうのはさ、恐竜の姿をした、恐竜から進化した人間みたいなね。人間が猿から人間になったのと一緒で、恐竜の個体が人間になった進化を遂げたパターンね。トロエドンが実際それになりそうな、予感がしたけど、恐竜絶滅しちゃったからならなかったんで。頑張ってトロエドン頑張ったら俺たちガス欠で緑色の話抜け殻のココアさん、いくらでも概念覆る。いくらでも概念覆るよな。ケプラーはでもケプラー消滅してる可能性ないかい？あれが何億年前の姿ってことはさ、ケプラー消滅してる可能性あるかもしれない。で、下手したらケプラーから見たら地球も何億年後の姿が見つかってるかもしれないし。で、宇宙って一体なんだよって話になっちゃうもんな。宇宙の果てってあるんですかって。そう考えたらアインシュタインはすごいよな。それを全部、数学で解き明かしてたんだもんな。ガス欠で抜け殻のココアさん、現代じゃケプラーの現状わからんわ。現代じゃケプラー、悟空連れてきてテレポーテーションさせるしかないな。例えば、瞬間移動を使える北の国の将軍様ならいけるんじゃないか。宿地法という瞬間移動を使えて国のあちこちを視察できるらしいからな。宿地法っていう瞬間移動の技使えるから、なんちゃあの将軍様なら、ね、ケプラーまで行ってね、ガス欠で抜け殻のココアさん、サトル空の知り合いがケプラーおらな無理やわ。そうだ、悟空の知り合いがいなきゃいけない。悟空の知り合いいるかな？
ナメック星とか、サイヤ人の星の近くにあればいけそうだけどな。じゃあ、北の将軍様連れてきた方が早いんじゃないの？瞬間ガス移動というか。欠で抜け殻のココアさん、サトルソラは、悟空を覚覚えたか、えました。悟空覚えたよかった、悟空覚えたよかった。悟空。孫悟空になっちゃうもんな、これだな。孫悟空。読み上げくんたまに間違いが。やべ、道に迷った。やべ、道に迷った。困難になりそう。丘陵地帯に行くぞ。どこここ、どこここ、どこここ。野宿するしかなさそうだな。あ、もうここの丘陵地帯まで来れば大丈夫だ。ガス欠で抜け殻のココアさん、座標覚えろよ。よし。これ、帰国できる。ガス欠で抜け殻のココアさん、聖地ばっかしてるけどおでんしろ進んでんの？おでんしろまだ全然進んでねえ。おでんしろ3回までは昆布さんが作ってくれたけど、4回以降がどうすればいいかな。おでんしろ全然進まない。オリジナルのおでん城になっちゃうかもしんない。ガス欠で抜け殻のココアさん、ただの城やん。
うん。ガス欠で抜け殻のココアさん、拠点戻れや。朝になるまで待って。ガス欠で抜け殻のココアさん、じゃあけ出しとけ。うん。ガス欠で抜け殻のココアさん。なんでもないよ。早朝になったら抜け出す。ここから出ていく。ちょっと野宿した今日は。ちょっと野宿した。もうそろそろ明け方だから。ココアさんがいるよ。難しいよ。だって他に類似する言語がないんだもん。独自すぎだから。だから日本人が英語覚えられないのはそれが理由で。外国の人が日本語覚えられない理由はそれなんで。どこの国にも似た国がないじゃん、日本って。日本の国に似た国がないじゃん、言ってみれば。半分は古代の書物を読むためには必要なんだけどね。うん。よし、明け方だ。野襲をかけるぞ。よし、明け方だ。よし、出発てててててん、てててん、てててん、ててんてんててん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 、てててん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 。なぜバトルフィールドのテーマなんでしょうか。よだれが垂れちゃったじゃねえかよ。バトルフィールドのテーマはいつ聞いてもいいよな。俺はバトルフィールド1942が一番好きだ。ガス欠で抜け殻のココアさん、暇。バトルフィールド1942をリマスター出してくれないかな、スイッチで。スイッチなら絶対出せると思うんだけどな。スイッチでリマスターしたら参加型とかできるのに。バトルフィールド1942リマスター版。ずっと俺日本兵で戦ってるだろうな。バトルフィールド1942は
もろドイツ軍の旗がドイツの旗だから動画消されそうなんだよな。あの時代規制が緩かったから、普通に奴らの旗が普通に出てくるからな。今なんてご法度だよな、言ってしまえば。今のバトルフィールドの宣言 V とかなんか確実にマークが変えられてんもんな。いろいろな理由で、大人の事情で。でも初期の頃なんてよく普通にあの旗だったもんな。消されます。裏に。バトルフィールド、1942のバージョンはそうなってたね。あの時はね、意外にまだ、ゲーム緩かったからな。だからそういう歴史的なゲーム歴史向けのゲームなんだから、そういうのが出てきても、ねその時代のものとしてはね、その時代の価値観を大切にするべきだと私は思うけどね。こういうゲームにはそういうのが出てきても、出てくるのを排除するのはどうなのかなとは思うけどね。まあ、もちろん良くないものは排除するべきなんだとは思うけどね。そういう歴史的ゲームからそういう歴史的な過去の負のものだからって言って、徹底的にそういうのを削除したりだとか、今の価値観で修正するのはどうかなとは思うけどね。もちろん良くないことなんですよ。それって歴史への冒涜じゃないですかって話になる。って僕は思うね。何でもかんでもこれはダメです、これはダメです、これはダメです。これはもちろん良くないからダメです。で、その時代に生きた人たちの生きた証とか、その時代に生きた人たちが行ってきた悪の商業とかを全部において、ねなかったことにしていいのかってことになったら僕は違うと思うけど。良かったことも悪かったことも、ね、ちゃんと後世に残していくべきだ。そうだってほしいよね。全部においては悪ですから、これはダメです。これはダメです。これは全部においてダメです。これは悪だから、これはダメです。っていうことをやると、それこそ歴史への否定になると思う。良かったことも悪かったことも両方伝えたがらないね。悪前提で釣り込むとそれはもう完全にあれになっちゃうからね。考え方の押し付けになっちゃう。悪かったところは悪かったところで謝罪するべきだ。だから、全てにこうなんておいてこいつは悪だって決めつけてなかったことにしようとするのは俺はなって思うところあるな。悪かったところには反省するべきだと思うよ、これは。でも何でもかんでも弱腰になるのは何かが違うんじゃないかって思うけど。だからバトルフィールドの旗修正に関してはと思うところあるけどね。いろいろ言いたいことはあるけど。これは歴史への否定になるんじゃないでしょうかね。思いますけどね。大人の事情で仕方がないのかもしれないけど。そんなこと言ったら何でもダメになっちゃいますよ。アメリカの正常期だともちろんダメになります。この理論で言ったら。だってこの理論で言ったらそうでしょ。アメリカの正常期だってソビエトのね、ボリシェビキの旗だって全部ダメになる。連合国はええのかよって。負けた方は永遠に言われるけど、連合国はええのか。名言だよ。フェリー連れてこいって石原幹事が言ってたやろ。懐かしいな。フェリー連れてこい。そうだ、フェリー連れてこい。あれでもう何も言えなかったらしいな。なるほど、昔のことをたどるのはいいことだって。じゃあフェリー連れてこいよって。フェリー連れてこい。フェリー連れてこい。フェリー連れてこいよ、ほんと。で、何もね、反応できなかったらしいんだよね。日本のかつての第二次大戦以前の犯罪についてどこまで遡るんだって石原幹事東京裁判で言ったんだよ。で、
じゃあ、連合国側の判事が、じゃあ、日清日露戦争までにしようかって言ってて、なるほどねって、じゃあ過去を遡ることはいいことだなって。じゃあ、そしたら、じゃあペリー提督連れてきてって言ったの。じゃあペリー連れてこいやって言って。で、ペリーが、日本を無理やり開けたから日本は、ね、富国強兵して、帝国主義行ったんやろって。じゃあペリー連れてこいって。あれはほんとね、焦って、皇帝がざわついたらしいよ。あと有名なのがさ、東京裁判の時にね、石原幹事がこう言ったんでね。じゃあ、なんで俺を裁かないんだって。満州事変を起こしたの俺なんだから、ね俺が張本人やろうって、なんで裁かないで証人で呼ぶんだって言ったんでね。そう。あれに関してはすごい名言なんでね。だって、俗に言う満州事変から戦争がスタートしたんだったらさ、当然その起こした石原幹事が裁かれるべきはずなのに、一切ね、彼はね、裁かれてないんですよ。で、本言ったんだよね。本人は。そうなんだよ。そうだよ。これすっごい気になる。石原幹事が裁かなかったんだもんね。平和と人道に対する罪って後から作られた罪だからね。それまでのその国際法には平和と人道に対する罪ってなかったんだよね。東京裁判の時に後付けされちゃったんだよ。誤字法とか、いうのがあるんだけどさ、法律ってさ、基本的にさ、簡単に説明するよ。例えば、氷川ききがアイスクリームを食べちゃいけませんっていう法律はできるとするじゃん。じゃあ、その氷川ききがアイスクリームを食べちゃいけませんっていう法律を作る前に氷川ききがアイスクリームをいっぱい食べてることについては罪に問えないんだよ。これ誤字法って言うんだけど、だから、その法律が作る前に起きたことに関してはその法律は裁けないってことだよ。そう。だから、これを言えば、その、後付けしたことで、法律で裁けなくなるってことになる。誤字法って言うんだけど。それを大前提を無視しちゃってるわけなんだよ。ってところはあるよね。僕は東京裁判で思うことは。誤字法を無視してるってところはあるよね。法の原則を無視してるところはあるよね。だからパール判事が、じゃあ全員これ酌量の余地あるよねって言ったんだよね、多分ね。後から作られた法律やからって。パール判事。あながち間違いではなかった。まあ、勝ったものは賊軍をしばくタイムだったんだろうね、多分ね。手柄を取りたかったっていうのはあるんだろうね。戦国時代の侍の首を取るのと一緒で、手柄が欲しかったんだ。手柄と脅威の、助長だったと思う。その説はありそうだよね。やべえよ、こいつら生かしちゃったら、また日本が強くなっちゃう。だからもうやばい。とりあえず、ここで終わらせとこうって思ったんだろうな、多分な。だと思うよ。だから俺はあれをフェアな裁判だと思って。フェアな裁判だったら、被告の方にも、ちゃんと便宜が行われるはずだもん。あれを裁判と言っていいのかっていうのは、なんか難しいところあるよね。裁判っていうのはさ、基本的に、日本の場合、刑事事件だと90% 以上がなんか有罪になるっていうやん。だから 90% でもその 10% は無罪になる確率っていうのがあるんですよ。そういうのがなければ裁判じゃないはずなんです。あれはもう 100% 有罪になる前提だったからね。ところはあるよね。あれで、なんか、解決の余地があったのかっていうと、すごい疑問に思う。僕はそう思いますから。夜は寝るぞ。
まあ日本は悪かったところには謝罪すればいいと思うし、全てにおいて謝罪ってなると、なんだろうなと思うところあるよね。出るところは出てもいいんじゃないですかって思うところあるよ。まあ、謝ることだけが誠意ではないからね。謝ることも大切で、自分の非を認めるってことはもちろん大切なんだけど、何でもかんでもペコペコ頭下げるっていうのはどうかなってところはあるよね。ちゃんとそれは歴史的を検証した上で、それが真実かどうなのかっていうのを分かった上で謝罪すべきだよね。ガス欠で抜け殻のココアさん、謝罪されたことないのに謝罪なんかせんでええ。そう。だからなんていうの、何でもかんでも、あなたこれやったから謝れっていうのは僕は納得はいかないですね。とにかく謝れって言われるのは、っていうところあるよね。謝ったから何なのって。謝ったところで、ね、過去は変わらないところだし、謝ったところで、謝り続けて何か東和の平和は訪れたんでしょうか。未だにこうやって、ね、良くないことが起きたりだとかしてるけど、謝らせたことによって何かを生んだんでしょうか。いつまで妬み続けて何かを生んだんでしょうか。何も生んでないんですよ。それを手柄のように言うけど、手柄でも何でもないですよ。お互いに憎しみを憎しみで煽るのは良くないんですよ。どっかでね、右張りをつけないとね、ダメなんですよね。って僕は思いますね。だから過去を知ることなんですよ。過去にとらわれちゃいけないんですよ。未来を見据えて行動しなきゃいけないんですよ。数百年、数千年先にはまた違うことが起きてるんです。今の価値観っていうのも数百年後には変わってるんです。人間は成長していく生き物なんだ。どんどん火のステージガス欠で抜け殻のココアさん、人間は憎しみ合うしかないよ。そうだよ。だって人間欲深いじゃん。嫉妬心とかさ、あとはなんて言うんだ、あの人羨ましいとかさ、妬みとかさ、人間の最大欲求だよね。だってお釈迦様言ったやん。憎しみじゃ返すのは良くないね。そう。だから本当あれだよね。確かに本当にね、それからずっと憎しみを立ててないっていうのはあるよね。ずっと憎しみばっかりになってる。憎しみと嫉妬心とね、復讐心。これずっと続いてるよね。断ち切れてないんだよね。ほんとこれ人間の一番負のところで、これが一番の人間ダメなところです。あと考え方の押し付けな。絶対これ人間が克服できない最大のやめ。ガス欠で抜け殻のココアさん、やられてそれ許したらやられ損やん。そう。だからなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、難しいけどさ、なんだろう。考え方の違いによってさ、こう対立してるところあるよね。もう考え方はもう変わらないんだから、お互いにどっか線引きしないとダメなところはあるよね。あるよね。でも、どっちかが不利な状況で線引きするっていうのは僕は嫌なんだよね。対等な関係になって線引きした方がいいと思うんで。どっちかにも不条理な状況があるっていうのはな、それはそれで嫌だかな。どっか線引きする方法がないかなってところあるじゃん。どっちにも好都合な状況で線引きできたらいいよね。不平等じゃなくてね。不平等みたいにするとな、ペリーの来た不平等条約みたいになっちゃうからな。ああいうことやるとな、良くないからな。最近の日本なんか見てみると、まあなんか貧しくなったよなと思うよね。貧しくなってんのか貧しくなっちゃったのか貧しくさせたのか俺はわからないけど、でもなんかこれ解決方法ないのってところ思うんだよ。心が豊かじゃないんだよ、言ってしまえば。心が豊かじゃないから国も豊かにならないんだよ。とにかく心を豊かにする方法を考えてから国を豊かにしていくって方法を考えていかないといけない。心の豊かさを作って心にゆとりを持たせて国民の知能を高めるんだよ。それによって商売を生み出していい商業をさせることによって
うまいことね、金も回ってくだろ、金も人も。俺はそう思うよ。心が豊かじゃなきゃいい商売もできないんだよ。まず心を豊かにしたんだよ。心の文明開化をしなきゃいけない。心の文明開化。心が貧しかったら、文明開化は起きないぞ。まず心を育てなきゃ。心を育てなきゃダメ。ガス欠で抜け殻のココアさん、あのサイズの城にこんな土地いらんやろ。あのサイズの城にこんな土地いらんやろ、ほんとやな。心が豊かなけりゃね、相手をガ敬うス欠で抜け殻のココアさん、どう見ても余るやん。余るよな。また宮殿作んだもん。だから僕はね、本当の意味でのね、真実をね、見つめてね、お互いにね、尊重し合った社会が来ることを僕は心から願ってるよ。誰が悪かったとか、誰が悪いとかじゃなくてさ、本当の意味で、時代はね、どこの国もね、辛かっただろうし、ね、ガス欠で抜け殻のココアさん、もうおでん城の要素ゼロやん。おでん城の要素、ね、ゼロだよな。誰が悪いとかじゃなくて、お互いにこの心を、ね、許し合う社会が来りゃええよねってところあるよね。それによって未来が良くなるとは思うけどね。おでん状のサイズじゃなくなっちゃったな、ほんとな。これの上に作るかな。おでん状のね、隣にね、おでん状をまた作ればいいね。おでん状すごいな。まあ悪かったところには謝罪するべきだと思うけど、なんだろうな、頭ペコペコさじることは正義だと思わないってところある。それが俺の見解かな。憎しみは憎しみで返しちゃいけないです。これだけです。以上。俺の工事終了。まあ、これはあくまでも俺、歴史家思想家の面での、見解だからね。また違う人の見解とかだったらまた、違う人の見解が聞けると思うから。いろんな見解を見てみると心が育つと思う。心を育てる。心を許し合う。で相手を知る。相手を知るから相手を認め合う社会が来るんで。相手を知らなくて押し付けたもので認め合う社会が来るのでしょうか。まず相手を知るんですよ。どんな嫌いな相手でも相手を知ることによって、相手の良さが見つかるかもガスしれない。欠で抜け殻のココアさん、建築進めろやいい加減。建築進めるか。じゃあ、じゃあちょっと、これが終わったら、ちょっと飯食ってきたら、食うよ。飯食い終わったら建築するよ。心を知るんだよ。知って対策を取るんだよ。それが本当の意味で尊重される世界が来るから。相手を知らなきゃどうやって尊重するんやって話になるじゃん。相手を知るんだよ、まず。相手から学ぶんだよ。リスペクトすんだよ。で、心を鍛えるんだよ。氷川月の気流のやり方な。ガス欠で抜け殻のココアさん、嫌いなやつは何しても嫌いや。嫌いなやつは何しても嫌いや。まあ、そうだよな。そうだよな。嫌いなやつは嫌いなのはわかるよ、わかるよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、そんな半端な気持ちで嫌いにならない。そう、嫌い前提になればそうなるわな。そう。お猿のジョージミームズキさん、こんにちは。いらっしゃい、来てくれてるしよ。そうやろーとか思うやつもいるもんな。そう。それね、正直な気持ちだと思うよ、ココアちゃんの気持ちやな。そう、嫌なやつは嫌なやつやな。そうね、幼なじジョージさんもいらっしゃい。今ね、氷川の哲学講座やってんで、歴史学と哲学講座やガってんで。ス欠で抜け殻のココアさん、
嫌うときはとことん嫌う。とことん嫌うになるよな。そうだよな。嫌なものは嫌だもんな。嫌なものは嫌だっていうのは、それは普通の意思表示だから何も間違ってはいない。嫌いなものは嫌わないで。だって人参嫌いな人に人参好きかって言ったら、人参食えっていうのはそれは落ち着けになっちゃうもんな。そう。じゃがいも嫌いな人にじゃがいも食えっていうのはね、それ落ち着けになっちゃうもんね。嫌いなものは嫌いに仕方がない、ね。それを無理にやると心がね、健康じゃなくなるからね。心の健康っていうのは、嫌なもの苦手なものは別に、克服しなくてもいいと思います。ガス欠で抜け殻のココアさん、嫌いなやつの過去とか関係ない。お猿のジョージミーム好きさん、マイクラで何してるの？マイクラで、土地整地してんだよ。土地整地して、ひたすら土地を整備してんだよ。土地を作ってる。台地を作ってる。おでん城を作ってんだよ。ピーギリアロックみたいな状況になってるよな。まあ、リスペクトは大切なところはあるけど、嫌いなものは嫌いな仕方ないね。嫌いなものは嫌いなんですって小泉進次郎だって言いそうだもんな。嫌いなものは嫌いなんですって言いそうだ。もちろん嫌いなものは嫌いなんです。ひろゆきだって嫌いなものは嫌いですよねとか言いそうだ。そうですね、嫌いなものは嫌いですねとか言いそうだ。あの人言いそうだな。ぜひともひろゆきさんとの対談やってみたいんだよな。有名にならないだな。いろいろ言いたいこといっぱいあるから、あの人の前で。心の哲学講座。日だまり国王秘伝の、日だまり国王式の、哲学を呼び歴史学から学んだ哲学な。うん。これセミナー系とか言われそうでやばいな。セミナー系じゃねえんだよ。セミナー系じゃねえんだよ、マジで。セミナー系はさ、哲学講座。やっぱ俺 VTuber じゃないかもしんないな、こういうことが語ってるのな。やっぱ VTuber じゃないんだよ、多分。ガス欠で抜け殻のココアさん、人は何か、生とは何か。人は何か。死に関して言うとね、別にね、タブー視するものおでもない猿のジョージミーム好きさん、スマブラ次いつやる？スマブラ今週の金曜日やるよ。今週の金曜日やるよ。手をタブー視するってことは、性の、冒涜だと私は思ってるんだよ。必ずしも終わりが来るのは、いつしか来るんだから、逆にその日を来るまで精一杯生きればそれでいいと思うんです。で、必ず来るものなのであれば、自分から選ぶ必要はないということではあると私は思うよね。いずれ来てしまうものなんだから、なぜ、その自分からっていうのは疑問に思うところはあるよね。そこまで心を追い詰めてしまう、その状況とかさ、その状況っていうのは改善していかなきゃいけないんじゃないかなってところはあるかな。必ず来てしまうものであるならば、それをその自分からってガ考ス欠でえる。抜け殻のココアさん、薄い持論やな。うん、通じようか。金曜日にスマブラやるよ。で、言ってしまえば、俺は世っていうのはないと思ってるんですよ。魂、人間が亡くなると、精神世界っていう世界に行くと思ってるんですよ。で精神世お界猿のジョージミーム好きさん、わかった。お猿のジョージさんまたその場合やろうね。精神世界に行くことによって人間の魂は磨かれてまた何らかの形でまた人間の体に宿ると考えてんだよ。で、輪廻転生もあるとは思うけど、世はないと思ってる。精神世界に連れてかれるから。人間の魂が集約する場所があるんだよ。宇宙とかにね。
そこに人間の魂が集約することによって、また新しいところに配分されるんだと思うよ。魂が集まる駅があるんだと思う。それが死の正体だと私は思うんで。それか、全く違う平行世界に転生するか。だと私は思うんだよ。パラレルワールドみたいな平行世界もあるんだと思うけど、その中に、その魂を集約する場所があるんじゃないかなと思う。それが俗に言う死じゃないですかね、多分。わかんないよ。だって、ついさっきまでいた人がね、跡形もなく亡くなるっていうのはね、すごい不思議に思いましたよ、俺も。さっきまで生きてた人がって思うでしょ。暖かかったのに硬くなってくっていうの考えたら。そう。じゃあ、なんで亡くなって、なんで生まれてく、なんで生まれて、なんで生まれなくなってくガス欠で抜け殻のココアさん、死の先は完全な無。前世の記憶があるのは情報を持った別個体。そう、だから無だと思うんだよ。その無っていうのがその無なんだよ。そうなんか、信じろみたいなこと言っちゃったけど。そう無っていうのが、本当にその無っていうのが全くね、真っ暗な状態で何もない状態なのかって。でそこに痛みとか悲しみとか辛さとか、感情論っていうのが生まれてくるのかっていうのがすっごい疑問に思うんだよね。まず、無って状態で何も暗かったら怖いとかさ、真っ暗なところで暗いとかさ、悲しいとか考えが出てくると思うんだよ。でも若干もう肉体がないってことはもう、暗い悲しいっていうのがない、全く感情がない無の世界なのか、真っ暗闇の世界なのか、すごい疑問に思うところあるよね。それがそうやって、本当の意味での魂の抜けるところなのかなってところは思うけど。それによってまた磨かれて、魂が浄化された時に、またそうやって、なんていうの、新たな命として生まれてくるのかなって僕は思うけど。だから、前世の記憶とかを持ってないんだと思うんで、完全な無の状態が長くなれば長くなるほど、過去に自分の生きてた時の記憶っていうのは薄れてくると思う。それが本当の意味の無なんじゃないでしょうかね。瞑想とかしてると、呼吸だけに集中しろって言うじゃん。でも呼吸だけに集中してたとしても、邪念が強いとやっぱりいろんなことを考えちゃう。これから先どう生きていこうとかね、思うでしょ。でも、呼吸ができない状態で、無の状態って究極の完璧な無なんじゃないでしょうかねと思って。邪念がない無なんですよ。感情がない無。それがなくなるってことだよ。ガス欠で抜け殻のココアさん、記憶は脳に宿り魂には何も宿らない。そうだと思うよ。魂イコール脳だと思ってるから。ってことは、本当の死っていうのはどういうことなんですかって言ったら、みんなの記憶から、その人の存在がなくなることなんですよ。どんなにすごいことやった人、どんな悪いことやった人だってみんなの記憶に残っててさ、みんなにね、あの人こういう人だったねっていうのがさ、分かってればさ、まだ記憶の中で生き続けるんだよ。本当の意味のなくなるってことは記憶から忘れ去られることなんですよ。それが本当の意味の死だと思いますよ。記憶から忘れ去られる。例えば、あの人は、ああいうね、やばいやつやったなって、氷川月ってめちゃくちゃな配信者言って、めちゃくちゃなこと言ってよく怒らガれても。ス欠で抜け殻のココアさん、それヒルルクのセリフやろ。そう。バレちゃったか。そう。氷川月やばいやついたよなってね、いろんなこと言ってたよなって、でもあいついいこともやったしな、悪いこともやったよなって。でももでも氷川月誰それってなったらもうそれまでだよね。それだと思いますよ、本当に忘れ去られてることですよ。今の世の中映像だってね、残るんだから。ガス欠で抜け殻のココアさん、お前のことは3日で忘れそう。お前のことは3日で忘れそうか3日で忘れるぐらいの存在なんだよ、俺は。でも相当粘着質が強いところは忘れられないんじゃないかな。だから心を磨くことですよ。魂を磨こうキャンペーン。
じゃあ俺ご飯行ってくる。ガス欠で抜け殻のココアさん、俺が忘れるのに3日かかるのは相当や。3日かかるのは相当やな、確かにな。じゃあご飯行ってくるね。マイク切るね。マイクオフ。
マシュマロさん、やっと終わったわ。川月チャンネルさん、ご飯中。川月チャンネルさん、マロお疲れ様です。白立つブルーチ、年内200人目標。3、ご飯中からのショート動画作成中。マシュマロさん、ブルーさんこんちゃやっと学校終わったお。
当たり前のことを当たり前にするのは当たり前。根拠。大根。パンク。アズニャンさんの畑に野菜が植わってる。ついに戻ってきた。ついに建築始めるか。翌朝建築を始めよう。正義。正義と書いて正義といい名前です。ついにお膳城建設へ。お膳城4階までできたな。さあ4階部分をどうしていくか、おでん。川なりのおでん城を作っていこうと思います。まあでもおでん城っつったらね、これはね、やっぱりね、これですよ。どうしましょうか。シオンカワウソ組織さん、初見です。チャンネル登録しましお、た。シオンさん、チャンネル登録ありがとう。めっちゃ嬉しいです。シオンさん、ありがとう。シオンさん、ありがとうね。いや、おでん城を作ってます。シオンさん、ありがとう。ガス欠で抜け殻のココアさん、寝てた。寝てた？おはよう。ココアちゃん、最大の極論を言っちゃうね。大学まで義務教育化したらどうでしょうか。そしたらみんなが知識がついて、みんながね、平等にね、大学までの勉強ができるようになれば、学歴格差がなくなるんじゃないでしょうか。ついに日だまり島の政策は決まりました。ガス欠で抜け殻のココアさん、いらん。国民総工学
高学歴計画。1億、マシュマロさん、資金いつまでブロックするん？ 1億総高学歴社会。ネーミングはもう戦争中なんだよ。資金いつまでブロックする？資金とうまく関係が、俺資金に交渉してこようか。いい案だったんだけどな。ダメか。資金がなんでブロックするんだろうな。やべえ、死ぬところだった。シオンカワウソ好きさん、すごくうまいですね。ファ前でしょ。セクアプレミデイエース。ありがとう、シオンカーさん、ありがとうね。めっちゃ嬉しいよ。1億総高学歴社会。だから、なんて言うんだ、全員が大学までの知識をつければさ、学歴格差や学歴差別を生まなくなるんだよ。極論言ってしまえば。みんなが同じ。マシュマロさん、あの人人の心あるんって思ってるんよ。別にさ、応援メッセージ書いたのにブロックってさ、ひどくないでしょうか。人格はないと思う。うん。まあ、彼は成人キャラに見えて成人キャラじゃないからな。言ってしまえばな。俺は彼を、クリエイターとしての才能はあると思うけど、彼が成人キャラかって言ったらそうでもない。まあ、YouTuber も何年続くかわからないよ。今のご時世、YouTube 締め付けが厳しくなってますからね。いつでも YouTuber 職なしになることなんてあるんです。俺も大概じゃないですよ。俺も対岸の火事ではないですよ。だからリスナーさんを大切にして、ねえ、互いに良きパートナーとして、ねえ、マシュマロさん、それか非金のモデレーターにブロックされたか。非金のモデレーターにブロックされてる、その説はありそう。非金がブロックしたら、非金のモデレーターって言われてる。あれちょっとおかしいぞ。高さ違うぞ。あれおかしいな。高さ違うな。やっぱ高さ違う。高さちげえわ。これはちょっと欠陥住宅って姉派建築になっちゃうもん。姉派建築は欠陥住宅じゃないんだぞ。今ちゃんとやってんだぞ。昔はひどかったよ。その説はありそうだな。マシュマロさん、でもモデレーターだとしても悪いメッセージじゃないんだしよくねって思そうだようが。な。よく悪いメッセージではないからな。なぜブロックしたのかね。ちょっとウームに聞いてみるか。
俺なんか、例の人たちめちゃブロックされてる。マシュマロさん、それでブロックしてない言うたら YouTube の不具合になるが、YouTube の不具合になりそうだよ。マシュマロさん、今日もなぜに他の配信者にブロックされたわよっとらんのに。ね、他の配信者にブロックされてた。なんでまだそんなブロックされるんだ。相当、マロのことを悪く言った奴らが幅を利かせてるよな。で、マロってあれでしょ、ポケモンユナイトでしてもいないことを履歴行為したとか言われたんでしょ。それでなんかネット上にさらされたんでしょ。本当そいつらの宣伝効果がうまくいってるよね。普通にね、謝罪広告出すなり、サーバー開示するなりした方がええとは思うけどね。金がかかるけど。相手にしない方が一番いいんだけど、気になるよね。マシュマロさん、あいつら全くやまないし時々川配信にもブロックしなよとか来るし。だね、一歩が来たよな。あいつら相当、俺の配信も狙ってるよね。何の恨みがあんのあいつら。まだ動画投稿やってた時からそれやられてる？マシュマロさん、いや、ずっと続いてんでしょ。マシュマロさん、やる前からずっと。やる前からか。相当マロに嫌がらせしたいんだろうね。でマロは何もした覚えはないんでしょ。相当マロをいじめて楽しんでる。愉快犯ですね。
マシュマロさん、やれるわけないだろあいつらあの時敵人でこっち負けたのになおかつさらされたから。そうだよな、マロはやってないよな。マシュマロさん、意味がわからん。なんで、だって、ユナイトの試合だけじゃん。ユナイトの試合だけなのになんでそこまでムキになってマロをさ、そうやって誹謗中傷したりするのなんで理解ができないんだよね。だってたかがユナイトのゲームだけで、なんでそこまでこうムキになるのか、いや、理解できます。なんでそこまでムキになるかな。いるな。で、ヒッキンにもブロックされてるんでしょ。ヒッキンはそれを知ってるってことなのかな。ヒッキンに関してはさ、対策は取るの難しいかもしれない。でもその、ユナイトの嵐に関してはこちらも対策取るから大丈夫だよ。また来たらブロックするから大丈夫だよ。マシュマロさん、話聞きたいのにあの人はすぐブロック騒ぎ出してさ。すごいブロックしたいのか。ブロック、そんなに邪魔者なのかね。マシュマロさん、話のしようがないんよ。俺もその経験はあるからわかるけど。で、そうなのか。
同じ顔だよ。同じ顔。同じ顔。同じ顔。俺も同じ顔してるからな。俺もテルマエロマエから見たら平たい顔族だからな。平たい顔族を悪く思ってないかな。平たい顔族。平たい顔族。あれはいいのかな、平たい顔族は。ほんと最大の疑問で、テルマエロマエ最大の疑問で。うわ。顔は平たい。焼き鳥。焼き豚よ。ヤスコオリンピック生きてるだけで100点。フワちゃん。ピー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 。大炎上。フワちゃんなやらかしまくってるわ。生きてるだけで100点なんだぞ。ヤスコさん何も間違いない。コング39さん、コムさんいらっしゃい。来てくれて嬉しいよ。それマロ心配だな、ほんとな。コムさんもありがとう。今おでんじょを作ってるよ。あ、なんか地帯行ったぞ。コング39さん、マロがどしたん？マロなんかね、ヒキンにブロックされてるって言ってたよ。ヒキンにブロックされてて、なおかつ、なんか、ポケモンユナイトで利敵行為してないのに、利敵行為されたって言って、ネット上でさらされたりだとかしたって言ってた。で、それについて、相談乗ったんで、相談してきたんでね。金のブロックは俺にはできないけど、対策できないけど、マロのストーカーしてる人たちに対しては、ここの配信来たらすぐブロックできるからよろしくとは言ったり。コング39さん、なるほど。そうなんだよ。ひだまり共和国我らの祖国美しい国ひだまり我は共和国マシュマロさん、対処しても虫のように湧き出るから対処不可能。虫のように巻いてきてもひたすら潰すだけだよ。虫のように燃やすだけだよ。来ても虫のように燃やすだけだよ。徹底的に潰すしかないよ。
徹底抗戦するしかないよ、マロ。来たら追い出す。来たら追い出す。徹底的に追い出そう。コング39さん、黒ロジャーかな？黒ロジャー黒ロジャー欲しいな。黒ロジャー欲しいけど手に入らない。黒ロジャー北国したら、するためにガチャ石貯めてる？最近セラフィムは強いイメージがある。セラフィムマジで強いやん、セラフィム。マジでセラフィム強い。セラフィムやばいぐらい強い。セラフィムをどうにかしてよ。S フォーク。S フォークやばい、セラフィム。S フォーク。S フォークやばいよ。あの石にしてくるやつ。マシュマロさん、S ベア追加されたよ。S ベア追加されたやん、確かな。バーソルミュークマだっけ ?S ベア。B だっけ？コング39さん、あと1年は黒ロジャー持つ。あと1年は黒ロジャー持つか。マシュマロさん、セラフィムさんからダメ。セラフィムどんどんコング39さん、石にするのは S スネーク。S スネークが石にする。フォークじゃない。S スネークは誰のコピーだっけ？あれだってもともといる海賊のコピーなんでしょ？コピー品でしょ？確かフランキーを石にしちゃったやつね。ウソップとかね。コング39さん、S ベアは少し面白い。S ベア面白いよ。マシュマロさん、S スネークはハンコック。ハンコックか、やっぱりか、ハンコックっぽいもん。で、七部会のやつを主に、してね。強烈な眠さが襲ってくんな。これはなんでだろう。マシュマロさん、そうなればいずれ S シャークも来るな。S シャークも来るんだ。マシュマロさん、ジンベエのセラフィム。ジンベエのセラフィムなんだよ。そのうちルフィも、あれかな。セラフィムになるかな。ルフィのセラフィム見てみたいけどな。ジンベエにハンコックにいるんだったら。ニホークもいるなら、そろそろルフィのセラフィムも出てきてもいいね。ルフィのセラフィム対ルフィ戦ったら面白そうだ。ルフィのセラフィム。
精神と肉体を鍛えなきゃ。精神は鍛えられても肉体が鍛えられてなきゃいけない。鳥貴族を捕まえる鳥貴族。鳥貴族で鳥貴族。TikTok と YouTube ショートってどっちが人気あんだろう。俺 TikTok はあんまりやってないんだよね。TikTok 運営母体が運営母体だからやってないんで。俺の考え方と合致する国ではないから。権威主義的な国が SNS。権威主義的といえば、まあ、大元に言うと権力を集中したような国。一つの意見をねじ伏せることをするようだから、言論統制敷いてくる可能性があるからやる。でも俺バチバチに TikTok で、言いたいこと言ってたけどな。一回で TikTok 動画消されてるからな、俺。近畿のワード言っちまって。TikTok の触れちゃいけない闇に触れたことあったんだよ。それ以来 TikTok に俺居場所ないと思ったから即時撤退したんで。全部、手引いたんで。そう考えたらミラティブは自由だったよ。YouTube にも消したがいるから言えないところで。家来がいっぱいいるからね。うん。製鉄するぞ、製鉄を。肉体と精神を鍛えろ。トネリングを磨くんだ、トネリングを。大きな木は切ることを拒む。実に辛いことである。巨大樹の木を切ることによって、エナジーを吸い取られる。
中高一貫教育。が中学受験なのか。アメリカに行きたい。自由がある国だと思う。アメリカに行くことが全てではない。自分の活動できるところで活動すればいいんだ。それが一番だよ。当たり前のことは当たり前にする。手は死が佐賀。手は死が。千葉死が佐賀。手は死が佐賀。千葉市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 が千葉市が佐賀。千葉市が千葉市が千葉市が佐賀。千葉市が千葉市が頭から離れなくなっちゃうね。千葉市が千葉市。やばい。若鳥で山移動選手権。東京の首都は東京、福岡、千葉市が佐賀、千葉市が佐賀。不平等条約。革命政府みたいなもんなんだよね。幕府を、幕府を倒した政府だから。幕府を属軍にしたけど、自分は官軍だって言ってるけど。では、4月が、では、4月が、では、4月。国語と一緒にやられちゃったんだよね。マシュマロさん、千葉探しが。よしがさ、まだハマっちゃったこれ。
千葉、滋賀、佐賀。千葉、滋賀、佐賀。千葉、滋賀、佐賀。佐賀、違いましたよ。早口言葉みたいな。千葉、滋賀、佐賀。千葉、滋賀、佐賀。佐賀、千葉、滋賀。俺は千葉。近いのはマロが近いのは千葉。この中だったら近いのはマロと俺が近いのは千葉、千葉やな。マロは千葉も遠いな。マシュマロさん、俺は千葉今日なら、今日なら、今日なら、知ってんのかマロこれ京都なら、今日ならマロこれ知ってんのか元ネタ若鳥の衣服。山移動選手権。山移動選手権。今日なら、茨城。若鳥と若鳥の衣服。全国山移動選手権。マロが知ってたな。これ俺昔すんげえハマったんだよ、これ。モスカ、モスカ、ゴスペルユセヘン。爪アソートぽい。帰りなさい。モスカ、こいつが完全体。こいつが完全体が頭から離れねえな。ゴスペルユセヘン。人間崇拝。ボボボボボボスカー。おっさんですかシャアですかおほほほほ。ヘイモスカモスカ。これマインクラフトっていうゲームだよ。マシュマロさん、黄金玉の貴重な産卵シーン。黄金ってまだ知ってんのかよそれ黄金玉の貴重な産卵シーン。これ今日だよ。今日の昼間だよ。昼間だよ。一番線のところ長くしてみ。今の状況見れるから。時間進めてコマを。今マロが来てるから。黄金玉の貴重な産卵シーン美味しそうだよな。黄金玉って買えるかな。これや。千葉、滋賀、佐賀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 。ハマっちゃえよ、これは。永遠に言ってられる、千葉、滋賀、佐賀。マロが近いのは千葉。俺が近いのは千葉。のんちゃんが近いのは千葉。多分。来てないよ。のんちゃん、今日の昼間来てて。佐賀は遠いな。滋賀も遠いな。ヌオちゃんの猫ミンさん、おやすみにゃー。猫みんちゃんおやすみ。ゆっくり寝てね。のんちゃん昼間来てて。昆布39さん、ちょいとギロチン打ってきた。ギアチン打ってきたやべえな。マシュマロさん、黄金玉の絵皮膚。黄金玉の肉。黄金玉の中産卵シーン。黄金玉って買えるかな。昆布39さん、猫ミンちゃんおやすみ。ごめんちゃんゆっくり寝てね。おやすみ。千葉、滋賀、佐賀。千葉、滋賀、佐賀。千葉、滋賀、佐賀。千葉、滋賀。もう永遠言ってる。千葉、滋賀、佐賀。千葉、滋賀、佐賀。滋賀、滋賀、滋賀。滋賀、滋賀、滋賀。滋賀、滋賀、滋賀。マシュマロさん、猫っちおやすみ。滋賀、滋賀、滋賀。千葉、千葉、千葉。押してくれてありがとう昆布。39さん、ギロチンはやっぱ楽しい。
千葉、違う。そうか。だから、千葉、違う。毎日、千葉、違う。俺の家の近く。九州は。ポケモンガチ勢およさん、期間。大江さんおかえり。ポケモンガチ勢およさん、疲れた。お疲れた、お疲れさん。マシュマロさん、ヨギフ大統領の貴重な産卵シーン。ユニク大統領のポケモンガチ勢およさん、ネコミンちゃんのレーシングマスターのランク上げしてた。何回でしてたんだね。猫みちゃん寝ちゃったね。おじさん見たってよ、ヨミさんの動画。すごいすごいだって。ポケモンガチ勢およさん、エキスパート22ダマス、すごい今。 22まで行ったのね。おじさんね、俺の母ちゃん見てくれたってよ。ヨミさんの動画。面白かっただって、すごかっただって。また見てみるだって。チャンネル登録したよだって。ポケモンガチ勢およさん、やばいでしょ。やばいでしょだって。チャンネル登録をしてくれたらしいよ。しがさが。やばい、千葉しがさがの、一人疲れたな。ポケモンガチ勢およさん、ありがとうございます。千葉、しがさが。千葉、し。どうやって見るのだってばあちゃんが。普通にヨミーさんってして、ヨミーさんってカタカナで調べば出てくるんだよ。ピアノで調べば出てくる。ピアノ弾いてる人だから。千葉、滋賀、佐賀。千葉、滋賀、佐賀。千葉、滋賀、佐賀。俺の家の近くは千葉。関西、近畿地方は違う。九州は佐賀。マシュマロさん、楽しかった運動会。楽しかった運動会。楽しかった運動会。以上、723名でした。あれ、卒業式の言葉だったんだよな。楽しかった運動会。大好きだよ、あのネタ。あの頃のニコニコ動画楽しかったよな。コメントを流れるってよかったよね。あーっとね。今、違う、そう。今、違う。あの頃のニコニコ動画に戻りてえな。今のニコニコは YouTube に派遣取られたもんな。お坊ちゃまくんの友達、それはダメとこうか。お坊ちゃまくん、もろ出しちゃうシーンあるけど、あれめちゃマジ消されてないもんな。クレヨンしんちゃんのゾウさんのシーンも消されてないもんな、YouTube な。コング39さん、マロさんどこいます？お坊ちゃまくんが出してるやつとか、クレヨンしんちゃんが出してるやつとか、消されてねえもんな、YouTube な。あれ最大の謎なんだよな。マシュマロさん、Y の拠点。千葉、滋賀、佐賀。毎日千葉、滋賀、佐賀。毎日千葉。ポケモンガチ勢およさん、暇茶、エキスパート7まで来たぞ。おいち月死ぬかれんぞ。抜かれちゃうのやばいな。
コング39さん、マロさん来ます ?Y の拠点。マシュマロさん、どちらでも。体育座りは体に悪いんだよ。あれ俗に言う、本来ならやっちゃいけない座り方だからね。あれ奴隷座りっていう座り方なんで。アフリカ大陸からアメリカ大陸に連れてきた人たちをね、あの座り方させてたんだよね。だから骨格が弱くなっちゃうんだよね。だから本来ならね、あれはね、良くない座り方なんだよ。海外とかではね、基本あぐらがね、座り方が正しいんだよ。言ってしまえば、日本って戦前とかは、武道の時は正座させといて、普段はあぐらだったんだよ。それゆえに、あぐらとか正座だったゆえに骨格が鍛えられてたんだよね。アメリカはそれを恐れたんでね。日本が強くなっちゃうと困るから、学校の授業で正座とあぐらを禁止させたんで、骨格を弱くさせたっていう。どこまで本当だか知らないけど。コング39さん、鉄たくさんある。もう鉄たくさんあった。だから決してあぐらは悪いことじゃないんです。礼儀正しいわけではないんです。あれはね、骨格を良くするためには、あぐらが一番なんです。体に負荷をかけないんですよね。パソコンで言ったら CPU に負荷をかけない状態。体育座りが一番 CPU に負荷をかけてるようなもん。あれ本当に体悪くなるからね。やっと日本の文部省も分かってきたから体育座りやめましょうっていうさ、やり方してきたでしょ。やっとかよと思ったもん。最初から悪いのに分かってたからね。コング39さん、マロさんのとこに出稼ぎ行ってうさぎ取りね。そう。あとうさぎの飼育とかもね。コング39さん、石集めの。あれは食べるためにやってたんだよ。戦争中食べるものがなかったから学校でウサギを飼ったんで。食用にするためで簡単に言う。それがね、戦後も残ってね、戦後はね、マシュマロさん、動物を育てる大切さの教育のために使われるようになったね。もともとは食べるために飼育してたという。食べるよ。コング39さん、まあ一応鉄1スタック送りますわ。とにかく、体育座りはやめた方がええってことやな。あれ本当に体に悪いから。骨格悪くするから。だって昔の壁画とか見たことあるでしょ。で、聞いてられてる人の座り方なんだから。中世の絵とか見てみる。座り方してんの。
対ダメだよ。でもいいけど、やりすぎたら骨格悪くする。コング39さん、マロさん来週チンチロやりますけど楽しみ。マシュマロさん、何それ。なんか、ギャンブルができるらしいよ、チンチロっていう。コング39さん、ギャンブルですマイクラで。コング39さん、3個の数字当てたらいいと言った方が正しいと思う。マシュマロさん、やれたらやる。あ全部なくなった木がロストした？持った木全部なくなった。クリちゃんのせいで全部なくなった。いう爆破買いたいし。あいう爆破買いたいしの次は一級襲撃にやられた。コング39さん、自由に石掘らしてもらう。母さんのことが大好き。いくらゲーム、ウニゲーム、カニゲーム、寿司ゲームあったらそうそう。寿司ゲーム作ろうかな。スイカゲーム流行ったよな。スイカゲームは去年だっけ今年だっけゲーム。スイカゲームめっちゃ流行ったよな。カニゲーム
ニゲーム。水をポケモン。紅茶ポケモン。マシュマロさん、朝。コング39さん、来週までにチンチロ会場作る。マシュマロさん、未攻略のトラちゃんならある。攻略のトラちゃん。なんそれ。あ、地下迷宮があるな。これで地下サーチができるんだよな。今のこういう入るところで、地下サーチができるんだよな。廃校があるとね。はい、廃校を調べるのはそれがいいんだよ。地下サーチがいけないんだよ。バグで見えなくなってるところで地下サーチすればいいんだよ。俺はそれでやってる。地下に何があるか。基本空洞があると見えない状態になってるところで廃校とか調べられるからね。確定でその場所から確定で入り込んだ時にサーチすれば問題なし。でもここの場所で地下が映ったら今のところ、今の視点であそこだから、ここは掘った地下だから、俺が掘った地下だから違うな。別の違う空間が見つかれば多分、第3の地下を掘り進めればあるかもしれない。コング39さん、ジャバ版なら砂とフェンスゲートだけで洞窟見つけれるぞ。ジャワンなら砂と洞窟だけで、洞窟につけられるんだ。それは知らなかった。ジャバは何だって、すごいかな。小泉かなさんはお美しいですね。小泉かなと書いて小泉かなと言います。小泉コング39さん、ジャバはバグ全然なおさんからレールも無限。レールも無限なんだね。小泉かなさんは玉木さんとはどういう関係ですか？遊び相手です。フォロワーが消えちゃったようですけど、小泉かなさん大丈夫ですか？いつです。お美しいよな。あれは玉木さんはもう、玉木さんはもう惚れてしまいますよ。玉木じゃなくても若い。いやいや、惚れちゃうんだからさ。なんだよ。玉木さんのお気持ちわかります。でもさすがに、政治家としてはまずいですよ、ほんと。これに関しては。コング39さん、月最近ワンピしてないやん。ワンピ全然やってねえな。
今はワンピよりバニラ優先になってきたな。マシュマロさん、ワンピやろうかな。ワンピいっか。コング39さん、月ワイはカイドウに飛ばされん限りタイマン勝てるでカイドウと、ねえ、カイドウの実食べたの？カイドウやばいな。あと G 聞いてみよう。VTuber ヒカさんについて教えてください。おいおいおい。何これ、全部情報が載ってんだけど。やべえな。とうとう学習したら、カーチキさ、本命まで載ってんじゃん。様々なゲーム配信を行う VTuber 特徴的なかつ視聴者初心者に積極的に参加型を配信するスタイルをスーパースリンク特にキンクロを使ったスマブラ配信ポケモンのコミュニケーションまで前からない拠点開発拡張が人気です。相当学習してやばいぞこれ本当にやばいぞこれ。どこまで俺の個人情報知ってんだよ。本命まで出てきたよチャット GGP お前よ。あかんだろそれほんま。
もう本当にこれ学習しちゃってるね。ダメだよ、もう個人情報は。書いちゃダメだよ。チャット GGP に個人情報教えちゃダメだ。絶対ダメくん。個人情報教えちゃ絶対だ。あかんですね。チャット GGP に個人情報を教えちゃダメだね。本気でこれ俺の名前覚えちゃったぞ。好きさんってチャット GGP で調べたら本気で俺の情報出てきそうで怖いな。もろ覚えちゃってるチャット GGP が。俺のこと。どうしよう。この名本部前で39さん、朝。マシュマロさん、借金減額診断とかの広告よく流れるな。借金減額診断。ちょっと待って。この、同一人物なんだけどな、氷川月とアニメ大好き太郎は。チャット GGP はそこまで俺のことを分かってなかったか、俺の前世を分かってなかったか。氷川月さんとアニメ大好き太郎さん別の人物ですって答えが返ってきた。本部39さん、マロさん採掘所のはしごの隣に穴掘った。別の人物じゃないんだよ。俺の前世なんだよ、それは。リバー、こっち来い。カモン、ベイビー。カムバック、カムバック、カムバック。飛ぶー。お疲れいっぱい。焼き鳥を作っておいしい焼き鳥おいしい焼き鳥食べたいな。アニメ大好き太郎さん。さあ、月のアニメ大好き太郎が別の人物とはやばいな。やっと同一人物ではないってことが分かったか。オッケー。焼き豚作るぞ。焼き豚、焼き豚、焼き豚。
マシュマロさん、わかった。月さん、ニコニコからの情報。いまだに昔の名前じゃん、俺。深は月って呼べる。アニメ大好き太郎がいまだに消えてないっていうのは残念だよな。深は月に改名したのに。過去の所領が。過去はやばいよな。マシュマロさん、目玉焼きは醤油派？塩コショウ派？塩コショウそれともマヨネーズ派？マヨネーズも。ちかわはどれ？俺塩コショウ。俺塩コショウかな。昆布39さん、ケチャップマヨネーズ派。ケチャップマヨネーズ派か、美味しそうだな。昆布39さん、半熟苦手。
マシュマロさん、鹿は寝た？寝たよ。寝たけど湧いてんだよ。どこでこれ湧いてんだ？やべえ、こんなとこまで。爆通しちゃダメやん。なんかおかしいなと思ったよ。これ誰かの家だな、多分。多分、バンドンブリさんの家だと思う。ちょっと緊急的に、バンドンブリさん、インターネット切れてるから、オンライン切れてるから、緊急的に通知させていただきます。これはさすがにまずいわ。これだけ出場湧かないだろう。これはまずいわな。なんも湧きマシュマロさん、モンスターハウス。モンスターハウス。モンスターエナジーに訴えられるぞ、モンスターってる。忘れちゃうの？コロナ無意識が非常に伸びてる。コロナ無意識めっちゃ伸びてる。せっかくやし、ゆきさん宣伝しよう。ゆきさん宣伝しとこう。
どこ行く？でも俺のおもちゃとかあるから。貯金0人。で、商品買ったって老けるんだからさ。年は取るもんだよ。夏子じゃないけど、ドモホルリンクル高いから買えません。あやかしを従えし鬼の姫。陽気姫、陽気妃さん、初見なの。お、よいち様いらっしゃい。来てくれて嬉しいです。ありがとう。いや、すごいな。伝説の、あの、お姫様が来てくれたよ。ありがとう。来てくれて嬉しいよ。俺も中国の歴史は好きだからめっちゃ来てくれて嬉しいよ。ありがとう、あやか様。来てくれて嬉しいよ。めっちゃ嬉しいです。証券さんいらっしゃい。日だまりを今ひたすら開拓してますね。ゆうきさんもありがとう。ひたすら木を切ってます。木を切り作業ですね。あやかさんはありがとう。どちんさんいらっしゃい。アイコンを見てみようかな。あやかしを従えし鬼の姫。陽気姫、陽気妃さん、日暮らしの、よう、で泣いてきた。日暮らしのようで泣いてきた日暮らしの頃か。日暮らしの頃って懐かしいな。あ、あれだ。日暮らしの頃ってアニメだよ、確かな。あんまり詳しくはないけど。あやかしを従えし鬼の姫。陽気姫、陽気妃さん、日暮らしの泣く頃にの、よう、って曲。お、それが日暮らしの何？日暮らしになっ頃。調べてみるね、今度ね。皆さん、来てくれて嬉しいです。
川魚を漁する。魚漁。魚漁のやり方。泳いでる魚魚漁。魚がいない。新鮮な魚を生け捕りしたな。あやかしを従えし鬼の姫。陽気姫、陽気妃さん、明日も学校あるので寝ますね。おい、ゆっくりおやすみよ、よき姫様。お疲れ様です。学校頑張ってね。あやかしを従えし鬼の姫。陽気姫、陽気妃さん、バイなの、バイなね、またね、おやすみ。どうに、どうになっていったいかわつき。正解。たつき、彼らのそ小泉花壇について調べよう。体のスタイルはいいんだけど、顔はいまいちなんだよな。体はナイススタイルなんだよ。顔がタイプじゃねえんだよな。小泉かなだね。小泉みゆきね。かなさんじゃなかった。ジョンソンさん、こんばんは。お、なんか懐かしい人来たな。ジョンちゃんいらっしゃい。お、本赤できた。ついに。ジョンちゃんいらっしゃい。小泉みゆきさん。ジョンちゃんいらっしゃい。ジョンちゃんいらっしゃい。ジョンちゃんありがとう。昆布39さん、馬になってる。馬になってるな。確かに馬になってる。馬になってる。ジョンちゃん、ジョンちゃん。違うエレベーターに乗る玉木代表と小泉みゆきさん。うん。うん。笑ってしまった。のんちゃんもいらっしゃい。
包丁疑惑が出てるってよ。小泉みゆきさん、包丁疑惑。怪しいと思ったよ。包丁疑惑が出た。まあ、たまちもたまちやな。名前でいじくるのはダメだよ、ばあちゃん。それはフワちゃんと一緒になっちゃうからダメだね。フワちゃんと一緒。筋太郎もいるからな、言っちゃう。筋太郎もいるから。あれはビートたちがさんのあれなんだよ。筋太郎なんてね。NHK 出るとき、たまちゃんとか名前変えてんもんな。たまちゃんって名前変えてんの。たまちゃん、名前たまちゃん。たまちゃん、たまちゃんって名前 NHK 出てくるよ。藤太郎とはさすがに言わない。ガダルカダルタカなら許されるけど。ガダルカダルタカってさ、ビートたけしさんが作ったさ、戦争映画のさ、日本兵のさ、脇役にさ、似てたから、ガダルカダルタカなんだよね。らしいよ。この前からっけ、なんかね、日本兵の顔に似てたからガダルカダルタカなんだって。なんかそのまんま東だよ。そのまんま東で、そのまま東。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 その東国原英二そのまんま東。そのまんま東っていいやな。ドジャースなっちゃいかんですって言ったじゃない。やめちゃったもんな。ちょっと正解に言ってほしかったけどな。今コメンテーターやってる方がいいんじゃないかな。箔がついたし。指示やってから。なんか泥棒さんみたいなね。そのまんま東。山本太郎は山本太郎だからな。あんな人もビートたけしさんの系列だもんな。なんかったっけなんだっけ元気が出るテレビっていうのに出てきたんで。うん。ビートたけしの元気が出るテレビにね、出てきて、踊ってたんで。メロリン級とか言いながら。うん。ビートたけしの番組に出てきたから。まあ、その系列だよね。で、時間に長続きしてるの太郎だけだと思うけどな。長続きしてるの山本太郎だけだと思うけどな。山本太郎もどんどん左翼化してっちゃったかな。もともとそうなんだろうけど、最近、極端になりすぎちゃったよ。うん。メロリンキューとか言って。ストロベリーキューとか言ってて。クワちゃんな。クワちゃんどうなっちゃうんだろう。またなんかやらかせる。うーん。
今からオープンチャットに時系列で貼るからちょっと待っててね。これがあの人の本当の正体です。俺は知っています。オープンチャットに貼りました。ここで繋がりました。たままるまるまるさん議員が好きなポケモンはヤドンだったそうです。そのお相手さんが好きな小泉まるまるさんが好きだったポケモンはヤドンらしいです。ここで合致しました。ヤドンです。ルークさん、まる、チェラ。ルーク様いらっしゃい。ルークさんも久しぶり。玉突きヤドンの正体を俺は知ってしまったかもしれない。某議員のたまちゃんがヤドンが好きだった本当の理由を教えてあげるね。某議員のね、たまちゃんはね、実は言うとね、香川が地元なんだよ。でね、香川のご当地ポケモンってね、ヤドンなんだよ。でね、某議員のね、たまちゃんのね、お相手さんがね、なんとね、香川の観光大使やってたんだよ。でね、宿の撮影会でね、そのお相手さんがね、グラビアやりながらヤドンと撮影するね、イベントも行われたんですよ。ここで伏線回収したんですよ。たまちゃんと、某アイドルは、実は言うと、両方ともヤドン好きだったんですよ。ついに見つかりました。ここで伏線回収です。ヤドンです。ヤドンはどういう気持ちでしょうか？ド忘れを発動した？ド忘れを発動した？
ドヤドンは今どういう気持ち？ド忘れを発動した。もう忘れよう。ド忘れ。神通力でも覚えて、鍛えてるかもしんねえ。俺はガラルヤドンが好きだ。ガラルヤドランが好きだ。ってところですね。ルークさんもありがとう。たまちゃんのね、時系列の話はね、ここでヤドンが繋がってくるよって。散々パラヤドンの名前が出てきてしまった。俺って一体なんだヤドン。ど忘れ。だいだ、もう頭から離れねえ。ヤドンネタが頭から離れねえ。たまちゃんと、泉ちゃんの、ヤドンの正体。あかん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 。大阪警察や。開けろ。んこっからジャングルか？ジャングルではなさそう。これはジャングルじゃねえか。え次回こっちの探索を行こう。ダークオークを発見した。最大勢力圏が分かってきたかもしれない。日だまり共和国からの最大勢力圏。谷を越えたら白樺林からジャングルが広がってることが分かる。次回ジャングルを探索する。川を下ってったら海に出るし、海に出なさそうだな、これな。ここまで川が続いて。海岸森で、湾の外に出
まだ川は続いて、この川を貿易の要所とするのもいいかもしれない。ちょうどここに第三拠点を作る。外に出られるな。この川を自然の要害として、ピラミッド型のところに拠点として帰ってこれるように、港を整備しよう。船も出られるほどだから、ちょうどいいやろ。ちょうどメセポルタ大地に近づいた。シーギリアロックの上に行く。どうやな、シーギリアロックな。普通に考えてこれシーギリアロックでかいやん。
一ノ瀬さん、こんばんは。明日はドラクエ3発売です明ね。日ドラクエ3か。いや、めっちゃ気になるんだよな。新しいやつそれともリメイク？なんか新しいやつも出るんでしょ？なんか。完全新作のやつ。リメイク品も出るって聞いたんだけど。カジノがあるのはなんだっけ？ドラクエの中。あ一れを、ノ瀬さん、フルリメイクですね。あ、リメイクか。昔の出たやつを、映像綺麗にしてるやつか。メタルギアで言ったら、PS ビータ版で出たとか、プレイステーション4版で出てるメタルギアソリッド2とか3みたいな感じの状態で出てくると。一ノ瀬さん、12はもう少し先になりそうです。来年か再来年あたりか。今11が最新でしょ。あとなんだっけ、ドラクエオフラインっていうのもあってね、オフライン気になってんだよな。ドラクエオンラインをさ、通信環境なくても遊べる状態にしたやつ。でもドラクエオンラインが一番やりたいな。金かかるけどめっちゃ。月額利用料金高いけど。楽しそうだよな。FF11 とか。FF11 じゃない、FF10、17か。ああいう、スエニの、ガチガチのオンラインゲームがやりたい。一ノ瀬さん、まだ11ですね。うんドラクエ10、ドラ10、オンラインになりますね。あ、手がオンラインになってんだ。一ノ瀬さん、オフラインのやつ、結構バグが多いんですよ。バグ多いのか。やっぱオンラインのやつをオフラインに持ってったからバグが出ちゃうのか。耳。やっとヤドンのつながりがやっと分かったわ。玉木と小泉みゆきさんのつながり。ヤドンが結んだ二人の純粋な愛。好きなポケモンヤドン、玉木。なおかつ、小泉みゆきさん、ヤドン撮影会。ヤドンコスプレ撮影会。ここで繋がりました。当のヤドン、香川県の、
応援ポケモンはヤドン。ついにヤドン、ド忘れ発動。一ノ瀬さん、実は裏でスフク版のちょっとした高難易度ドラゴンクエスト3を録画してるんですよね。高難度ドラゴンクエストを逃してんだね。楽しみに見てみよう。マシュマロさん、白が馬になってる。一ノ瀬さん、今それを投稿するとさすがにネタバレになるので少し待ってからあげようと思います。少し待ってから待ってるよ。楽しみに待ってね。白馬になってんだけどさ、白なのかな本気で。ジョンちゃん懐かしいなっつって言ったけど、本当に白なのかこれ。一ノ瀬さん、できたらぜひ見てもらえると、ドド。
生成 AI で声優さんの声が発展されてるらしい。何でも作られちゃうから。VTuber もそのうち生成 AI 作られそうだよな。俺、氷川が言ってないことを、いい加減なこと言いそうだよな。氷川はああ言った、こう言ったって切り抜かれて、全く俺が言ってないものを作られそうだもんな。氷川のプロパガンダがたくさん流されそうで怖いな。俺はそんなこと言ってない。そういうのに利用されると困るかな。マジで。俺が言ってもいないことをひたすら言ってる動画が流されたら。日だまり共和国は滅亡しました。日だまり共和国は滅亡しました。日だまり共和国は日本国に統合されましたとか。日だまり共和国はそもそも存在しませんでした。それはあながち間違ってない。それはあながち間違ってない。日だまり共和国は存在しませんでした。あながち間違ってない。それはもう嘘じゃない。存在してない国だ。日だまり共和国知らん国ですね。知らん国。コング39さん、なぜ動かん？目が痛かった。ちょっと、集中力の欠如や。この時間帯になってくると薬が効いてくるから、ほぼ動かなくなる。薬が体中に回ってくる。だから、体力が相当体に負荷がかかるっていうか。精神科の薬が効いてきちゃう。コング39さん、Y の能力の弱点は回復切れ。回復切れなんだね。俺もそんな感じなんだ。コング39さん、それ以外は水か闇。水か闇なんだね。
昆布39さん、おでん白作ってないやろ月。じゃあ集めてる。昆布39さん、せんやぞ。来週やる。マシュマロさん、フリーザーデッキ作りたいんにフリーザー1体しかおらん。お、ガチャで当てるしかないな。昆布39さん、わかる。マシュマロさん、ゲットチャレンジやろうとしたが時間の砂が3つしかない。マシュマロさん、リザードンに体かフリーザー。リザードン2からだもん。
エラーコード493。エラー。システムアクティベート。エラー。当たり前のことを当たり前にするのが当たり前なんだ。当たり前のことを当たり前にするのが当たり前なんだ。私、当たり前のことを当たり前にする。当たり前の生活をする。じゃあ割と。美しいこのひだまりと、ひだまりと。コング39さん、もうやめるわ。了解。コムさん、お疲れ様。このまま寝ようかな。コング39さん、おやすみ。おやすみ、ゆっくり寝てね。一ノ瀬さん、コングさんおやすみなさい。
猫ミンちゃんを守ると、新しい生徒を作り出す。猫ミンちゃんを守ると、猫ミンを愛すと、猫ミン推しと本人が聞いたら喜ぶかわかんないけど、過剰な愛はそれはやばいと思う。猫ミンと、猫ミンと、明日猫ミンちゃん来たら聞いてみよう。猫ミンと決闘しええか。猫ミンと、猫ミンちゃんびっくりしそうだからやめとこう。猫ミンとは。なんかびっくりされそうだな、猫ミンと。猫ミンと絶対びっくりされるな。猫ミンを愛すると、いや、マジ眠い。アメリカ、それはデブるわな。
食文化に文句を言うつもりはないが、野菜が何もないもん。でもアメリカでも最近菜食主義が広まってるから、マシュマロさん野菜しか食べないっておはようらしいよ。マロおはよう。スティーブ・ジョブズはお肉を一切食わなかったらしいね。でもガンになってなくなっちゃったね。ということで終わろうと思って。おはよう。まあ適度に健康な量を食べればいいんだと思うよ。欧米人はお肉慣れしてるかもしれないけどね。普段日本人はお肉ばっかり食ってたら栄養失調になりそう。体格に合ったものを食べてれば問題ないんだ。でもアメリカの料理ボリュームがあって美味しそうやん。でも毎日食べたら多分お腹いっぱいになると思う。毎日食べたら飽きるだろうな。さすがに胃もたれしそうやん。食文化だから尊重してあげないとね。まあ、ということで終わろうと思います。お疲れさん。ということで今日はお疲れ様でした。ご視聴いただきご参加いただきありがとうございました。この動画が良いねと思った方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一ノ瀬さん、配信お疲れ様でした。おやすみなさい。毎日マウンテンビュー飲んだら絶対糖尿病確定路線だよな。アメリカのドリンクバーの学食にはマウンテンビューが毎日飲めるらしい。でも糖尿病になりそうだな。日本人は癌で亡くなる人が多いけど、アメリカとかだったら糖尿病で亡くなってる人の方が多いっていうもんな。やばいよな。いかに人口甘味料が毒かっていうのがわかるね。一ノ瀬さんとマシュマロさんと昆布さんお疲れ様です。甘さとは適度に付き合ってれば問題ないと思います。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。またね。付き合ってれば問題ないと思います。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。またね。付き合ってれば問題ないと思います。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。お疲れ